れではこちら1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人はあなたの行為に気がついているのかどうか。こちらもリクエストいただきました。ありがとうございます。はい。では、リクエストにお答えしてやっていこうと思います。はい。まず、私事なんですが、先日体調を崩しまして、皆様にご迷惑、ご心配おかけいたしました。温かいメッセージ、いろいろありがとうございました。はい。感謝しております。もうすっかり元気ですので、安心してください。はい。では、やっていきましょう。今回はですね、あの人があなたの行為に気がついているのかということで、今回はイケメン揃いのカードを出してきました。はい。で、今回のタロットカード、そしてルノルマンカード使っていきますが、すべて正位置で見ていきます。これお迎えしたばかりのタロットカードで、そうですね、シャッフルしていきましょう。で、一応正位置で、お迎えした一番最初に使うときは私は正位置で使うんですね。まず一番最初に。で、その後に、慣れてきて仲良くなったなっていう、そのね、カードそれぞれと仲良くなったなっていう段階で、逆位置を使い始めるっていう傾向があることに最近気がつきました。はい。ただ、仲良くなった後も、そのリーディングによって逆位置を採用したり、正位置を採用したりとか、違うんですよね。なんだろうな。なんかその時のリーディングのテーマとか、どんな展開していこうかなっていうのを考えている時に、その時の使うカードの相性とかを見たりとかもしながら、逆位置がいいだろうか、正位置だけの方がいいだろうかっていうのを考えたりとか、割とね、考えてますよね。っていうことを考えて、その時々の自分に合う、正逆採用でやっています。なので、正位置のみでしか採用しないタロットカードも実は存在しているんですね。ただ、そういうタロットカードでも使い方によってやはり皆さん違いますので、正位置しか取らないっていう風に作られているタロットカードでも正逆採用する方々もいますし、そのガイドブックに沿って正位置だけでっていう方もいらっしゃいますし、やり方は自由でいいと思います。はい。なので、私は私のやり方で、その時の自分のインスピレーション、そしてカードの相性に合うやり方で正逆採用しながらいつもやっています。はい。なのでね、カードによっていつも違うんですが、今回はすべて正位置でやっていきます。はい。では、イケメンカードからもらっていきましょう。はい。なんかね、こういうアニメーションのカードって今までなかなか手に取る機会がなかったんですけど、心機一転、何かの気分転換ということで、はい、持ってきました。まず、はい、前置きが長くなりましたが、お相手はまず、行為に気がついてるかどうかっていうね、まずこの結果からドンと見ていこうと思います。はい、行きましょう。もう今回はもうあなた様のお気持ち、現状、いつも一番最初見てるんですけど、そちらをもう度外視してもうお相手様に直接もうあなたの行為気がついてますかっていうのを一番最初に聞いていきます。そして私ごめんなさい、花粉症がもうピークを迎えていまして、かなり強力な花粉症の薬飲んでるんですけど、ちょっと鼻声かもしれません。では見ていきましょう。行為に気がついてるのかどうか。これ何枚か出す可能性もあります。正位置で出てきた。はい。スペードの8だって。ソードの8ですね。なるほど。ちょっとこれ1枚だと分かりづらいかも。これイケメンカードって言っても女の子の絵柄で出てくる時もあるんですよ。はい。で、イケメンカードって言わせていただいているんですが、この動画を見ているあなた様が、男性、女性、性別問わず、このカードでは、お相手のお気持ち、女の子のカードであれ、男の子のカードであれ、この私が言葉としてお相手というふうに表現した場合は、もうあなたの好きな方というふうに見てくださいね。はい。では、めくっていきましょう。正位置、クイーンの
ソードね、これクイーンのソードだって、ソードのクイーン。なるほど。なんかね、見てますよっていう感じ。ちょっと待ってくださいね。もう一枚もらおうかな。では、もう一枚。おーっと、見てください。全部ソード。ソードで出てきた。そうですね。どうしたのっていう感じはする。今何か、自分が恋愛していいのかどうかっていうところにいるんじゃないかな。お相手が。その恋愛にまだ夢中になれていないっていうところがあるような気がする。まず一番最初に出てきたこのソードの8で、めちゃめちゃこう、ね、目隠しされて、ちょっとなんかゴシックな感じですね。これね、悪魔のね、イケメンカードと、天使のイケメンカードもあるんですよ。今回両方揃えてあるので、この悪魔さんのイケメンカードからは、なんかね、縛られているし、まあ、ソードの4なので、まだ何かね、恋愛モードになりきれていないんじゃないかなって。それは自分の中で、何かね、恋愛以外のことで囚われてることがあるとか、まだ自分自身の心をあなたに全て見せられていないんじゃないかなっていうところが出てきてるのかなって。自分でこう抑えているのか、本音をさらけ出すのが怖いとか、そういうこともあるかもしれないし、もう一つはまだそこまでの距離感じゃないよっていうのを、今なんかお相手自身がそれを見極めてる最中っていう感じもする。ただあなたのことをね、優しく見ているので嫌いじゃないんですよ。でももっとあなたのこと知りたいっていう感じ。もっといろんなあなたの材料というのか、あなたという人となり、どんな人柄なのかとか、どんな時にどんな表情をするのかとか、いろんなことをもっと知りたいなっていうところはある。それを踏まえた上で、自分がこれから恋愛感情を抱いていくのかどうかっていうところに今いるのかなって。だから仲良くはしたいんですよ。知っていきたいから。知っていきたい。で、それはある。だから、知っていきたいんだけど、じゃあ今自分が恋愛体制にいるのか、恋愛モードなのかって言われたら、疑問点がちょっと出てくるかなっていう感じがするかな。それはそのあなたとの距離がまだ開いてるからなのか、それともその距離感だけではなくて、この方自身があまりこう自分を見せるのが得意じゃないのか、どっちかなっていう感じがする。もちろんね、そのあなたとの距離感っていうのは確実にお相手の中ではまだ感じてるんですよ。そのすごく仲良しでとか、告白手前とか、恋愛ドキドキモードっていうわけではなさそう。この時点では。ちょっと待ってくださいね。では、このように結果が出てきて、お相手がその自分の例えばなんか抱えてるものがあるとか、自分のお人柄的にあまりうまく人にはっきりと物事言えないとか、本音を打ち明けられない性格なのかどうかっていう、お相手の元々のお人柄をこの天使のイケメンカードから出しましょう。まだ浅い関係とかっていう距離感っていうのが出てきているかなとは思います。この時点では。はい、もらっていきましょう。ペンタクルの2、お相手のお人柄どんな感じですかって聞くと、やだイケメンということで、優しい人ですよね。この人すごく感じるのは、自分のものをね、あげるよって言ってるように見えるので、すごく優しい人なんじゃないかなっていうのがあるかな。すごくバランス感覚にも優れているし、人との距離感っていうのも本当はね、本来のこのお相手はね、掴むのもうまいというか、人懐っこさも感じるし、そうですね。なんかこう恋愛するんだったら、
お互いちょうどいい距離感でやっていきたい、っていうその自分の中の心のつかみ方っていうものを持ってるんじゃないかなっていうのがある。ちょっと今一回カードしまっちゃったので、もう一回シャッフルしますね。もともとはこのお相手すごく人懐っこい感じ、いや全然本音見せるよみたいな、本音というか別に言いづらいことないよとか、本来はね聞かれたら何でも答えるよとか、割とそんな感じですね。ちょっと遊び心もあるし、程よいバランスで接してくれる。その恋愛関係になる前までね、お友達になる前とか出会った時とかもすごくフレンドリーだし、かといってこうズカズカと入り込みすぎず、自分の中でガードもしすぎずっていうお相手の本来のお人柄はそんな感じでは、今のこの状態ってじゃあ多分ね、自分から本音を出せないような人ではなさそう。だから今こうなってる原因っていうのが出てるんですよね。他のことにとらわれているのか、恋愛モードじゃないのか、それともあなたに対して何か言えないことがあるのかっていういろんなパターンがあるんですけど、もう少しね深掘りして見ていきましょう。いやなんか花粉のせいか耳がめっちゃ遠い。カップのクイーン、なんかちらっと入ってくるのは、まだ過去の恋愛から抜け出せていないんじゃないかなっていうのが正直。そうですね。もう一枚もらいましょうか。ワンドの5。なるほど。でも、イケメンすぎませんこのワンドの5。ちょっと、あまり私をドキドキさせないでいただきたい。ということで。そうね。やはり、ワンドの5、そうだな。いや、でも、これちょっと待ってくださいね。もう一枚もらおう。ごめんなさい。引っ込めちゃった。シャッフルしましょう。いや、一瞬、あまり恋愛で傷つきたくないのかなって思ったんですよ。恋愛に対してあまり今積極的になれないっていうところがあるか、もしくは前の恋愛引きずってるのかなっていうところがあったんですけど、でもなんかね、傷つきたくないっていう感じがあまりしなくなったんですよね。これを引っ込めた後に。はい、1枚もらっていく。ペンタクルの8。なるほど。今何か恋愛モードに慣れていない、他に夢中になってることあるんじゃないかなって、いうところがあるかな。そのあなたとのことに対しては、あなたが嫌いとかね、そういうのはないんですよ。全然なくて、どちらかというともっと知っていきたいとか、その恋愛感情を持てるかどうかっていうところにいるんじゃないかな。まだなんて言うんだろう、マイナスでもなければっていうか、マイナスっていうよりはゼロよりプラスよりっていう感じがする。どこからかが恋愛に到達する気持ちのこのボルテージってあるじゃないですか。それがね、わかりやすく言うと80点を超えてきたら恋愛モードになるぞっていうスイッチが入るとしたら、まだ今は3、40点ぐらいっていう感じ。お相手の中では。だから、自分の心を燃えていくためにも、あなたのことをもっと知っていきたいしっていうところがある。まだね、少しね、お相手の中では、あなたを好きとかっていう感情を湧き上がるまでのあなたに対する材料がまだ足りないっていう風に言ってるんですよ。まだちゃんと知れてないって。だから今この状態で好きです、付き合ってくださいって言ったとしたら、お相手は多分それはお友達からお願いしますってお返事するのかなっていうところはあるかな。もっとお互いのこと知ってから付き合いたいとか、ちゃんと、いろんな時間、気持ちっていうのを共有し合ってから、そういう恋愛関係に発展させていきたいっていうね、ものがあるんですよね、お相手の中で。だからその場の勢いとか、ちょっといいなぐらいでは付き合いっていうことには発展させたくないっていうのがある。しっかりしたい。付き合うんだったらちゃんとしっかりしたものが欲しい。信頼関係とか恋愛感情もそうだし、大切にし合いたいってこともそうだし、
っていうこと、よく相手のこと知りたいっていうこともあるから、そういういろんな順序を踏んでからちゃんとした交際に発展させたいから、今そのね階段登ってる最中ですよっていうところにいるのかなとは思います。ただ、行為に気がついてるのかどうかって言えば、気がついてるんじゃないかな。気がついてると思いますよ。気がついてるけど、気がついてるよっていう素振りは見せていないと思う。もしあなたが軽くあなたのこと好きになっちゃったかもとかって、もし軽くふわっと言ったとしても、今のお相手だと優しくうなずいてってありがとうって言うか、そのあなたの軽いふわっとしたことに乗ってこなさそう。乗ってこないっていうのがあるかな。でもソードの4が出てるから、これちょっとなんて言うんでしょう、体調不良とか心の今落ち込んでいて休んでますよっていうカードなんですね。だからこの今恋愛に対してお休みモードというか、そういうところはあるのかな。自分自身疲れてたりとかねっていうところもあるから、今恋愛に目を向けられないっていうところもあるのかも。ガチガチになっちゃってるので、ただそれはどんなところから来てるのかって言ったら、そうだな、すごくたくさんいろんなこと抱えてるんじゃないかな、お相手の中ね。とは思う。そうですね、ちょっと深掘りしたいですね。クイーンのカップのクイーンなんかいつも逆に読んじゃう。カップのクイーンが出てきてるから、ここはちょっと1枚深掘りしてはっきりと出していきましょう。ここ可能性としては、昔の恋人とか昔の恋愛を忘れられていなくて、そこにとらわれているのかもしれないし、他に好きな人がいるっていう可能性もある。これがまず一つのパターン。あなたにとってはちょっと今辛いような結果ですよね。他に好きな人がいるって言われたらちょっとうってなるような感じになるかもしれないけど、その可能性があるのと、あとは恋愛以外で自分が情熱を注いでることがあるっていうことがまず可能性2パターン目で、3パターン目は何度も言う通り、あなたのことをもっと知っていきたいと思ってるのどれかに分かれると思うんですね。そこは深掘りしてはっきりと答えを出していきます。ただなんかやっぱり前向きにまだ慣れていないんじゃないかなって。大切なものが恋愛以外にあるんじゃないかなっていうところが今ある、っていうのがちょっと強めに感じてはいますけど、ただ少しね深掘りしていきましょう。では今回このルノルマンカードもイケメンのルノルマンカード揃えてますので、今回この3種類のカードしか使わないですよ。ではそうですね、お相手のじゃあ今の恋愛状況で、お相手のお仕事状況、そしてお相手恋愛仕事以外のこと、例えばご家族とか自分の健康状態とかお金のこととか、それ以外のことで全部で3枚カード出しましょう。ルノルマンから。はい、まず気になる恋愛から出していきましょう。お相手の恋愛状況どうなってますか。そして続けて仕事とそれ以外で見ていきます。はい、まず恋愛。本のカードが出てきている。ちょっと恋愛要素低めですね。どうかな。そして仕事だとコウノトリ。はい。そしてそれ以外のことは、道のカードか。いやでも道とコウノトリさんが出てるから、自分の中で決断の時っていう感じがしますね。今これそれ以外で見てるでしょう。今ちょっと恋愛一回置いといて、まず仕事では大きな転換期を迎えているので、転職とか移動とか昇進とか、自分にとって仕事の環境が変わる時、そしてチャンスもつかむ時でもあるから、
いいチャンスですよ。そのチャンスをつかんで新しく羽ばたいていくとか躍動していくっていうところにいるから、仕事で今そっちの方に夢中になってたりとか忙しいっていうのもあるのかなって、こっちの方に情熱傾けてるっていうのもあるのかなと思います。お仕事じゃなくて学生の方であれば、その今例えば試験とか、あとはその進学とかね、そういうのに向けて今すごくね、今お相手こっちの方に夢中というか、やることいっぱいあるよっていう感じですね。進学とかね、進級とか新生活に向けてっていうのがある。お仕事の方でも今この仕事、今すごくやる気に満ち溢れていて楽しいんじゃないかなって、大切にしたいって仕事を。で仕事コツコツ頑張ってるし、なのでそう今どちらかというと、でもね恋愛もね本のカードが出てるから、これもまた微妙なあれなんですよね。微妙っていう言葉を使っちゃってる時点でお相手の中で恋愛微妙なんですよ。私がそう感じてるってことはそうなんだと思う。その微妙っていうのが恋愛 100% なモードではないっていうところなのね、なのですよ。なのでこの方、例えば他に好きな人がいるとか、すごく大切な人がいるんですっていうわけではなさそう。それよりだったらどちらかといえば仕事とかその他のことで今気を取られていて、そっちの方今情熱傾けてやっていきたいから、まだ今は恋愛モードにはなっていないけど、だけどね、堅くなに恋愛しませんっていうわけでもない。だからチャンスがあれば恋愛関係に発展していく可能性もすごくあるし、そういう相手と巡り合えて、自分がさっきも言ったみたいに、その好きな人とそれなりの信頼関係を築いていけば、お付き合いってことを正式にね、発展していくんじゃないかなっていうところはある。だからあとはあなたのことをやっぱりすごく知りたいってところがあるんじゃないかな。本のカードっていうのはいろんな知識をねこう詰め込んでいく、学んでいくっていうカードだから、冒頭の話とつなげていくと、やはりあなたのことまだまだこれからね知っていきたいよっていうのは言ってる。だけど興味があるってことですよね。あなたに対して知りたいってことは興味がある、前向きに考えてくれてると思うんですよね。あなたとの距離感だったりとか、あなたのこともっと知っていきたいよとかで話しかけてくれるんだったら、全然オープンに答えていくよっていう気持ちを見せてくれているから、全く恋愛興味ないのかって言ったらそうでもない。ただ今はね仕事の方が割とウェイトを占めてるんじゃないかな。そしてその他のことで、道のカードが出てるから、今そのお相手にとっての大きな岐路に立っているから、どうやって選択していこうかとか、どっちに行こうかっていうところにいる。でこれ仕事にも関係してるかもしれないですね。お仕事割とこう移動とか動きのあるカードなんですね。で今このチャンスを自分がものにしたらどんな風に変わっていくんだろうってことを考えていたりとか、あとはこの仕事恋愛以外のことで見てるので、お家のこと、家族のこと、お金のこと、あとは自分の体調面ってこともそうなので、何かしらねどこか自分が選択していくところに立っているとかっていうところもあるんですね。どっちを選んでいけばいいんだろうとか、自分がより良くなっていくためにはとか、そういうことを今考えている。お金の使い道かもしれないし、自分の体調を治すために今いろんな方法を考えているのかもしれないし、その体調って言ったのはこのソードの4が出てるからなんですね。少しね休憩したいなっていう気持ちもあるんじゃないかなっていうところがある。ただこれあなたの行為に気がついていますかっていうので出した3枚なので、気がついているけどまだまだよっていう風に言ってるような気がするんですよね。このソードのクイーンがあなたの気持ち見えてるわよ、だけどまだまだこれからさっていうようにこの2人が言ってるように感じるので、ただ心はオープンにしてるからやってきなさいっていうそういうねこうオープンでいてくれてるので、もっともっと教えてっていうような言ってる気がするので、進んでいけば仲良くなっていけるし、
その先の可能性っていうのはすごくたくさんありますね。でも現時点ではもし軽くアタックしてもかわされちゃうんじゃないかなっていう感じがしますね。そしてこの本のカードが恋愛で出てきてるってことはね、さっきも言ったみたいにこのカップのクイーンっていうのは他に好きな人がいるっていうわけではなさそうな感じはするな。どちらかというと誰か固定の人がいるってわけではなさそうなんですけど、でも見ていきましょうか。でせっかくなので、ではあなた以外に好きな人いますか？単刀直入にね、いきましょう。はい、では見ていきましょう。ペンタクルの4は微妙微妙ってもうね、ザクザクいくリーディングですね。今日ね、イケメンカードくんたちがザクザクいくわよって言ってるので、微妙っていう感じがするんですよ。なぜかというと、大事なものありそうに見えるんだけど見せてくれないんですよね、お相手が。抱えてますよね。こうやって手の中にこうやってここのあたりが、これ一体なんだろうなっていうふうに考えると、まずカップっていうのは気持ちとかを表してる。でペンタクルっていうのは確実なものとか物質的なものを表してるので、いわゆる分かりやすく言うとお金だったりとか収入、仕事とかね、そういうことも言われてるので、ただね、すごくね大切なものがあるんだけどまだ教えてあげないよって言ってる風にも見えるんですよね。ここら辺から、ちょっとなんかねまっすぐ教えてくれない感じがするので、それが少し気になるので、もう一枚もらおうかなと思って。ただなんかカップのクイーンの正体を聞きましょうね。他に好きな人いるんですか？ちょっとグレーゾーンを出してきますね。グレーゾーンっていうのはひいかさんあなたには教えてあげないよみたいな、まだ本心見せないよみたいな感じで言ってきてる気がするので、そんないきなりストレートに聞いてこないでよみたいに言ってくるように感じるんですよ。でもソードの2ね、深掘りして教えてって言いましょうか。そして今回はね正位置で見るので、はい、ワンドの7ね、ワンドの5と7が出てくるから、いやでも他に好きな人、恋愛関係を持ってる、恋愛感情を持ってる好きな子がいるとか恋人がいるとか、そういうことではなさそうですね。深掘りすると意外と弱気そうだな、弱気、結局一周回って弱気に戻っていくなっていうところがある。実際じゃあ恋愛どうなのよっていう風に深く聞いていくと、自分に自信がないのか消極的なのか、なんかね過去にこだわってるっていうよりは自分に自信がないっていう感じがしますね。こうやってオープンにしてる割に、来るなら来なさいよみたいな、受け止めてあげるわ、もっと教えてって言ってるように見える割にはね、割にはって言ったらお相手に失礼か、ごめんなさいね。そういう風に一見見せているけど、じゃあって言ってズカズカ入ってくるのは嫌よっていう風には言ってる。ある程度僕私とあなたの歩み寄りのペースを合わせて、僕私に合わせてねっていうようなちょっと俺様的なところはあるんだけど、すごくね俺様なわけじゃないんだけど、僕私のペースに合わせて踏み込んできてねって、入ってきてねっていうところはある。そういうのは示してくれてるんだけど、あまりズカズカ来られるとダメよっていう風になっちゃう、困っちゃうわっていう風に言われてるので、少しずつやっていきましょうっていうところがある。なぜかというと、あまり自分の中に思った以上に踏み込んでくるペースが速い人っていうのが苦手だよって、恋愛対象としてはそこは合格点じゃないなっていうところがあるのと、
あとはその恋愛に対してこのお相手実は消極的なのかなっていう感じがするんですよね。なので、どちらかというと待ちの姿勢っていうのがあってですね、そう期待しながら待っている系っていう感じがする。なんか自分からガツガツいくっていうよりは、だから、ある程度ね信頼関係築いたりとか、2人のペース揃えながら自分の心のペースを乱してこない人っていうのも条件というかね、お相手の中でそういう目で見てるよってところはあるのかなっていうところあるかな。恋愛に対してはね、全く興味がないとか全くする気がないってわけじゃないんだけど、恋愛に限って言えばちょっと消極的かな。ただその中でもあなたに対して興味があるよってことを言ってくれてるから、じゃあお相手の中ではかなり、ではこれはあなたへのポイントが高いのではっていうところが出てきていますね。ただあまりなんかこう昔のこととか根掘り葉掘り聞かれるのは好きじゃないよっていうことが出ているかなと思います。このお相手ともしね、この先お付き合いするようになったりとか、今よりも仲良くなって昔の恋愛動向とか、昔どんな人と付き合ってたのとか、どんな恋愛していたのとか、だからそういう昔のこととかを聞かれるのあまり好きじゃないっていう感じ。そういうところ聞かれると何も言えなくなっちゃうし、あとは逆に自分はね、相手に対して過去の恋愛のことどうこう聞くつもりないよ、だから自分のも聞いてこないで、なぜか過去のことにこだわりたくないで、過去のことでね、昔こうだったんでしょとか、ああだったんでしょとか言われるのも嫌だし、自分がそういう風にもしたくないって、その過去にとらわれて今の恋愛進めなくなるのが嫌だから、過去のことを聞かれたくないっていうのもあるのかなっていうのはありますね。なんかね、そこあまり深掘りしないでほしいなっていうのが言われてます。もし必要であれば言うからっていうスタンスはあるんですけどね。はい。ではこんな感じで出てきましたので、あなたに対する気持ちどうなんですかってところ、なんとなくね出てきてはいますが、見ていきましょう。そこもあなたに対する気持ちどうなんですかっていうところ。はい。でははい、あなたに対するお気持ち、知りたいんじゃないかな、あなたのことをもっと。ただ自分からガツガツいかないよっていう感じはしますね。はい、では見ていきましょう。正位置に戻して、ワンドの9が出てますね。仲良くなるの怖いのかな。スターのね、これも出てますね。そっか。そしてはい、ワンドの3が出てる。なんだこのツンデレ感というのが正直な感想なんですが、あなたのことどう思ってるのっていう風に聞くと、すごくね期待してるんですよ。未来に対してすごくね期待してワクワクしてる。だからやっぱり知りたいって、あなたの迎えを待ってるって言ってるんですよね。迎えを待ってる。待ちの姿勢は変わらずですね。アタックしてくれるのを待ってるけどガツガツしてこないでねっていうところがありながら、少しずつ仲良くなってお互いのこと知っていこうの割にはようやく来たねっていうような感じもするから、ツンデレな感じもする。だけど自分で行く勇気がないんですよね。仲良くやっていく勇気というか、あなたのこと知りたいと思ってるけど、あなたが近づいてくれるんだったらねとか、あなたがチャンスを持ってきてくれるんだったらねとか、そういうきっかけをあなたの方が持ってやってきてくれるんだったらねっていうところがあるので、一見余裕そうに見えて恋愛に対してはそこまで余裕じゃないのかも。この方は不器用なのかもしれない。
っていうところがある。あとはそのやっぱり周りの環境っていうところが今入ってるかなと思うんですね。自分の気持ちとかを素直に表現できない性格ではないんですよね。もともとそういう性格ではないから、環境が今ちょっとねあるかなっていうところはあります。過去のね恋愛とか、例えば今他に好きな人がいるとか、そういうことはなさそうなので、他に情熱を傾けてるものがあるとか、仕事だったりとか、それ以外のこととかでも今ちょっとね大きな選択に迫られている時でもあるので、今だから恋愛してる余裕が今出ていない、湧いてこないというか、余裕が今ないのかな、っていう感じもするから、それも相まって待ちの姿勢っていう感じもするんだけど、期待はしてるんですけどね、どちらかというと待ちかなっていう感じ。チャンスがあなたの方から持ってきてくれたらいいのにな、だけど進めていくんだったらちょっとね怖いなとか、恋愛関係、今の自分に恋愛していける余裕があるんだろうかとか、バランスうまく取っていけるんだろうかとか、それはねあなたと自分のバランスのこともそう言ってるかもしれないし、自分が今仕事忙しいとか、他にすごく今こういう状態で、そこに対してあなたを守っていけるような余裕が果たしてあるんだろうかっていうようなことも言ってるので、ただじゃあでもすごくね期待はしてるんですよね。臆病な割に期待してるけど、でもなんか来てくれたらいいのになっていう感じなんですよね。どちらかというと来てくれたら、ただ歩みは遅いんじゃないかなって思うんですよね。こういうお相手の姿勢を見てると、向こうから分かりやすく態度で示してくれてるわけでもないし、あなたが今何か軽いアタック、ジャブを打ったりしてもピクリとも反応しないかもしれないっていうところがあるので、あなたからしてみたら脈ないのかなとか、そういうふうに思っちゃうかもしれない。今の現状のお相手だと、すごい期待してるよとかね、待ってますよっていう感じ見せないんじゃないかなっていうところがあるかな。っていうところが出てきています。ではじゃあなんかね難しいんですよね。仲良くなっていきたいとかっていうところのカードって点々と出てきているんですけど、であとオープンにするよってカードも出てきてはいるんですね。あなたが歩み寄ってくれるんだったらオープンにしていくよとか、自分の心をもっと開いていくよっていう姿勢を見せてくれているんですが、表向きなんかね消極的だったりとか、打っても響かないような反応を見せるかもしれないっていうところが出てきているので、ではね、あなたとどうしたいのかとか、どんな関係を望んでいるのか、今現段階、今の状態ではどんな関係を望んでいるのかっていうのをもらっていきましょう。今の状態ではどんな関係を望んでいる、現時点で。現時点ではでも力のカードが出てきているから、すごく優しいカード。今を大切にしたいって言ってる。今の関係、今の距離感を今はね大切にしていたいって言ってるんじゃないかな。ここにすごく安らかなイメージ、エネルギーを感じるので、今は今の距離感で満足だって、満足というか、とても落ち着けてるって自分が、そこを無理に動かしたりとか、後ろにもね下がることもなく、前に進むこともなく、少しずつの歩みがあればいいなっていうような、このマイペースさとかゆったりさ、穏やかさっていうのが出てきてる。ただあなたと一緒にいるととても癒されるとか、そういう気持ちがあるよっていう風に言われてるから、癒しになってるんじゃないかなっていうところはある。はい、今どうしたい、では
この先どんな関係を望んでいるのかも1枚もらいましょうか。じゃあそこから先望んでもいいの？可能性あるのって、今の関係でいいよって言ってる。で先進むのは怖いなとかうんぬんかんぬんとか言ってるけど、じゃあ先は望んでいいの？ねえ、来るならおいでよみたいなこと言ってるけど、期待していいんですかってところをもらっていきますね。はい、ではもらっていきましょう。ソードのキング。いや、先はね、今はまだダメよって言ってるような気がしますね。なぜ？今の現状の方がいいって言ってるんですよ。あんまりあれなのかな？ちょっと待ってくださいね。山か。なるほど。またスターが出てくるね。タロットと、ルノルマン違うカードだけどスターが出てくるから、まだこのままでいさせてっていう感じがする。まだね、この付き合う付き合わないとか、その恋愛に対してどう思ってるとか、好きじゃないとか、今その答えをねまだ求めないでって言ってるんですよね。まだこれからよっていうのが出てるかなと。すごくこの方と恋愛関係になるの正直ハードルが高いというか、それはこの方自身のものですね、ことですね、心ですね。あなたとの相性がいい悪いとかそういうのじゃなくて、この方自体が恋愛関係に発展させるまでの道のりがもともと長い方というか、電光石火のようにパッて恋愛関係にすぐ自分が燃え上がらないタイプで、じっくり相手のこと観察しながら進めていく自分のペース、そして決して恋愛優先にしないようなところがあるんじゃないかな今はっていう感じがする。もともとそうかもしれないけど、仕事忙しい時は仕事ばっかりになっちゃうかもしれないけど、それでもいいのっていう風に石橋叩いて渡るタイプかもしれない。一つずつあなたに確認取っていくかもしれない。こういうことあるけどいい？大丈夫？とか、もし何かがあった時はそっちに行くかもしれないけどとか、仕事で呼び出し食らったら仕事優先させるかもしれないけどそれでもいいの？とか、何かね、そういう自分の自信のないところとかも確認取りたいっていうことも言うかもしれないですね。だからこの方の本当のところを開いていくと、恋愛関係としてね開いていくと、かなりこの自信のなさとか恋愛に対しての消極的になっている理由っていうのが分かってくるんですね。でそこを果たして見せてもいい相手なのかどうかってことをお相手自身がね常に見てるよっていうところもあるし、あとはそのゴーサイン、お相手の心を開くゴーサインが出るまでに時間かかるかもしれない。かなりこの自分の心をねガチッと締めてるところがあるので、それをいかにあれですよね、泣かぬなら泣かせてみせようホトトギスっていうあるじゃないですか。泣かせてみせようとか、泣かぬなら泣くまで待とうとかあるじゃないですか。どんな風にやったらこの方の心開いていくのかなっていうのをいろいろ模索する感じになるかもしれないですね。今この段階で恋愛関係求めたらちょっと待ってねっていう感じが出てきますね。まだ今の関係楽しませてって言ってるような感じがするのと、私のこの扉を開くまでの道のりかなりあるわよって言ってるような感じもするし、まだはっきりと答えられない。今の関係だと
あなた君の気持ちにはっきりと答えられないっていうところが出てきてる、ね、なぜかというとさっき言ったみたいにいろんなことがあるからで、あとその他にも仕事とその他のカードで今なんか大きなところ転換期に入ってるので、そういうこともあって今恋愛に本腰が入らないってところもあるんじゃないかなっていうところが見えています。ではこのお相手があなたに恋心を抱くためには何が必要なのか、これももらっていきましょう。そうですね。じゃあ天使のイケメンからもらっていきましょうか。では何が必要か教えてください。何をしたらもっと、恋心を抱いてくれますか。はっきりと恋心を抱いてくれますか。はい、1枚もらっていきましょう。カップのエース。落ち着いて、ゆっくり落ち着いてねって言われてますね。まだまだ落ち着いてって。はっきり言って落ち着いて。急がないで行こうって言ってる。叩いちゃったから切ろう。急がないでゆっくりやっていきたい。この力のカードと少し似てるんですよね、これと。今の時間を楽しみたいっていう感じがしてくるのもそうですし、慌てずゆっくりと進めていこうっていう感じもする。ソードの7、やっぱりいろんなやり方を模索してって言われてますね。そして決してお相手からはその動きがないというか、あなたの方からきっかけを作ってくれるのを待っているっていうところがある。で、ワンドの8、なるほどね。ワンドの8出してきてる。どうしたら恋心抱きますか。あなたの方からいろんなことをやってごらんって言ったらね、お相手すごいってそんな言い方するってなっちゃうかもしれないけど、別に、ね、そういう対はないので大丈夫ですよ。やっぱりこのお相手の恋愛に対するなんて言えばいいんでしょう、警戒心というか、その恋愛関係になる方には特別な気持ちを抱く分、そこに到達するまでに長い道のりだったり、自分の心開くまでに時間かかるよ私って言ってるので、それに対してどうこじ開けていくか、やり方考えてみてっていう感じで言ってるんですよね、そのお相手が。さっき言ったみたいにね、泣かぬならなんちゃらホトトギスみたいな感じで、そのなんちゃらの部分を何通りもあなたの中でいろいろやってみてって。ただ今はまだね、急いでいろんなことやろうとしないで、まだちょっとね、今の関係楽しみたいっていう感じが言われてるので、どうやれば恋心抱くのか、とにかくいろいろと手を尽くしてみてって言ってるので、じゃあ街の姿勢変わらないんですかって言ったら、その恋心抱くまでは街の姿勢変わらないって、扉開けてみてって、私の扉開けてみてっていう姿勢は変わりはないっていう、ここはね一貫として貫いてきてるんですよね。ただオープンではあるんですよ、あなたに対して。絶対ダメっていうわけではない。可能性はあるけど、今すぐじゃないっていうところはあるけど、可能性は全くないわけじゃないから、あなたのそのなんちゃらホトトギス次第では全く変わってくるよって、可能性どんどん出てくるよってことが出てきているかなと思います。はい。ではそうですね、恋心抱くためにはもっともっとあなたのアプローチが必要。ただ急ぎすぎることなく、そして一つに限らずいろんな方法で試してみてって。で、あと駆け引き、そうですね、この方何かね、駆け引きも確かにいいんですけど、その駆け引きの仕方によってはお相手がこう後ずさりしちゃう駆け引きの仕方があるっていうことを言ってるから、ちょっとね複雑で細かいところがあるんですけど、例えばね、駆け引きで分かりやすく言うと、
こっちのお相手の方から求めてもらえるように返信3日置いてみようかなとかっていうわざとね返信しないとかっていうのあるじゃないですか。それはあんまり好きじゃないみたい。かといってなんかこう好き好きって毎日言われるのもそこまで今はそこまでそれが得意じゃないみたい。ちょっと休みたいなって、恋愛に対してあまりこう自分からガンガン行く気持ちじゃないし、ガンガン来られてもそれを全部受け止められるようなキャパシティが今ないって言ってるから、なのでいろんなやり方やるんだけど、あまりガンガンしてこないでねっていう感じもするから、ゆっくりゆっくりっていう、あなたの中ではね少しねもどかしいかなって思うかもしれないんですけど、少しペースを落としながらゆっくりめで、できればこんな力のカードみたいなこんな感じのイメージで、優しい感じのイメージで、寂しそうな顔もしていなく、大きく笑ってるわけでもない、だけど微笑ましいような、寄り添っているっていうような、こんな感じをイメージしていろんなやり方やってみてって、たまにはそっと見守ってあげるとか、声をかけてあげる、程よいバランスでかけるとかで、お相手の何か知ってるようなことに対して、深く掘り下げてみるとか、趣味があったとしたらその趣味に対していろんなこと聞いてみるとか、そのいろんなやり方でやってみてって、ただし優しくゆっくりねっていうところがある。それがあれば恋心を抱く可能性すごくあるよっていう風に言われてる、という風に出てきていますので、これも参考にしてください。では今のねお相手のお気持ちだったりとか、恋愛に対する考え方とか、あなたに対する気持ちとかね、そういうのもいろいろもらっていきました。ではこのお相手のこのあたりですね、お仕事とか今こう転換期を迎えているんですけど、これが落ち着くと、じゃあお相手どういう風になるのか見ていきましょう。ここ最後にねもらっていって、あとあなたとの恋愛が変わるきっかけをねもらっていきましょう。2枚ルノルマンからもらっていきます。まずこの転換期が終わるとどうなるのか、狐のカード出てきているので、この転換期迎えたら少し距離できるかもっていう感じで言われてるんじゃないかなっていうのが入ってきてます。距離っていうのは心の距離じゃなくて、心は変わらないけど場所が変わるよっていう感じがするんですよね。っていう感じがするし、この転換期かなり半年ぐらいかかりそうっていうことが言われてる。すべて落ち着くまでに、果たしてそれまで君は待っててくれるんだろうかっていう気持ちがここで出てきてますね。では恋愛に発展するきっかけももらっていきましょう。恋愛に発展するきっかけは蛇のカード。君が待っててくれるんだったらねって言ってる。だからその恋愛に対してお相手が今どんな気持ちでとか、あと何に今囚われていることがあるとか、今どんなことを迎えていてとか、あなたとの恋愛の進み具合はこういう風にしていきたいとか、結構ゆっくりしてるんですよね。この転換期以外のことではお相手かなり慎重にとか、自分の本心すぐに見せなかったりとかするような、恋愛に対してはねそういうところがあるんだけど、でも一回あなたと心打ち解け合ってしまえばかなり変わるんじゃないかなって。このお相手、今のあなたに見せている顔以外のところがすごく溢れてくるんじゃないかなっていうのはあるんですよ。恋愛モードになってしまうとお相手すごく変わると思うんですよね。今あなたに見せてる顔じゃないようなお相手、好きな人、恋愛関係、恋人にしか見せないようなお相手の顔をあなたに見せてくれる。だけどそれまであなたが待てるんだったらねっていうところがあるんですよね。その時間かかることに対してあなたは焦りを覚えたりとか、
例えばね、女性だったら今期、もちろん男性もそうだけど、年齢今期とか、そういうのとか、タイミングとか、そういうの気にし始める年齢とかもありますよね。で、もしあなたとかお相手がそういうタイミングが来た時に、それがもしたとえね、噛み合わなかったとしても、果たして待っててくれるのかいっていうのをすごく強く言ってきてるんですよね。うん。そこを待っててくれるんだったら、そこで大きくね変わってくるよって。ただそれってじゃあいつなのって言ったら、はっきりと教えてくれないんですよね。ただ半年以上かかるよってことを言われているので、この半年以上の間に今みたいな関係、あなたが軽くアタックしてもスンともフンとも返ってこないような、スルッと交わされるような感じの関係が半年続く中で、あなたがそこでイライラしたりとか、もうダメなんじゃないかとか、くじけそうになるんじゃないかなっていうところが出てきていて、ちょっとツンデレなところがあるんですよね。期待はしてるんだけど、自分から動かないし待ってるよって。でも心はすごく硬いから、なんとかして開けてみてみたいな。それでも他に今自分の中で転換期迎えてるから、果たして君は待ってられるかいみたいなことも言われてるから、ね、ハードルが高いってことも言ってるんですよ。私自身、今の状況だと、恋愛関係発展するまでに、可能性、ハードル高いよって。っていうのはもう提示してくれてるんですよ。オープンにしてきてくれてるんですよね。なので、これを踏まえた上で、あなたがどういうふうに進んでいくのかっていうのを、改めて考えてみてってことをお相手が伝えてきてくれてるんですけど、考えてみてって言ってる割には、で、待てるのかいって言ってるんだけど、待っててほしいなっていうふうに期待してる気持ちもあるんですよね。だからちょっとツンデレなのかなってさっきからずっと思ってて、ちょっとね、いたずらっ子っていうか、っていうところもあるんですよね。そう、自分は試されたくないのにあなたを試してるところがある。はっきり言っちゃうとね。でもそれは悪い気持ちから来てるんじゃなくて、からかってるとか、ふざけてるとかじゃなくて、怖いからなんでしょうね。裏切られたらどうしようとか、嫌われたらどうしようっていう気持ちがあるから、ちょっとね、あなたの様子、出方っていうのを見て、本当に石橋叩いて渡るかのように、少しずつ信頼関係とか、待っててくれる、大丈夫なんだとか、っていうそういう距離感とかを今掴んでってるようなところでもあるから、ゆっくりペースにあなたが、乗ってきてくれるのかどうかってところを見てるのかなって。ただ今の状態は今の状態ですごく満足してるし、いいよって、いいなって思ってるって言われてるので、もしそれ以上望むんだったらっていうところで、今待っててくれるかいとか、ちょっとツンデレな感じが出てきたので、で、あとはあなたなりのやり方いろいろ駆使して、もっといろいろやってもいいよって言われてるんですよね。正当法じゃなくていいって、ストレートにアタックしてこなくてもいいって、いろんなやり方、今の時代ってもう本当にいろんなやり方あるのでね、SNS もあるし、いろんなツールがある、アプリもたくさんある、サブスクもいっぱいある、便利な世の中活用してねっていう風に言われてるので、いろんな活用していろんなことやってみてって言われてるけど、でもベースはこんな感じでって言われてるので、あまり速さは求めてないよってことを言ってるので、これを意識してみてください。で、あとはですね、お選びいただいたこちらのカードと、もう1枚じゃあオラクルカードもらって終わりにしていきましょう。では、アドバイスをもらっていきましょう。全体的にアドバイス。これもしかしたらこれお相手にもね、お伝えするようなアドバイスにもなるかもしれないですね。今このお相手の様子見てると。はっきり言って、お相手って自由人というか、ふわふわしてるところがあるんですよ。そのふわふわしてるっていうのは、軽いとか、チャラけてるとか、そういうことじゃなくて、
なんて言うんでしょうね、寂しがり屋なんだけど寂しがり屋だってことを言わない見せない強がりみたいな感じがする。だからどうせ自分なんかいなくなったってあなたは平気でしょみたいなことを言いつつも心の中では行かないでって思ってるようなタイプ、っていう感じがします。はい。おーおーねえ、もう自信持っていいんじゃないかなっていうのが出てきていますね。なんかお相手がね、いろんなことをこう言ってきてくれてるんですけど、そこに対して自分じゃダメなのかなって今このお相手のお気持ち見て少し不安になったりとか、まだまだ時間かかるんだとか、そういうことを考えなくてもいいんじゃないかなっていうのが力強く出てきていて、そのお相手に何か合わせる必要あるのかなとか、今ねなんかね歩調合わせてねとかゆっくりだよっていう風に言ったんですけど、そこに対してすごく慎重になってしまったりとか、意識してしまえばしまうほど萎縮していっちゃうから、確かにねガツガツはあまり好みではないよとは言ってるんだけど、今のペースで今の関係でいいよって、これが心地いいよって言ってるので、今のペースでいいんじゃないかなっていう感じが出てきていますね。そしてこれは、感謝のカードですね。その、お相手の心の奥底よく覗いてみると、実は心の鍵を開ける、お相手のこのハートのね鍵穴を開ける鍵が見つかってくるから、よーく見てって、深く見つめてって、そしてお相手を敬うことで、あとは自分自身もそうですね。お相手とあなたの手が半分こだと思ってください。自分自身もよくね見て、心を見て、そして私ってとても素敵とか、自分自身とてもねいつも頑張ってるとか、よくやったとか、ところどころ褒めてあげて、私のこういうところを自分自身尊敬するって、これが自分が、誇れるものだって思うこと、自分の存在誇ってますって、決してこう鼻高々になれってわけではないんですけど、ぶれない気持ちだったりとか、もっと自分に自信持ってもいいよって、分かりやすく言うともっと自分に自信持っていいよとかって言ってるようなカードなんですね。で、あとはもうこれ王冠ですよね。自分がもうなんかお姫様とか王子様とか、もうね女王王様になったような気持ちでいてもいいって言ってるんですよね。自分がもうお姫様なんだって、王子様なんだって、自分が主役なんだって、そういうふうに思っていると、自分が決してぶれないって、自分の生き方は自分で決めていく、だって私がこの世界のお姫様だからっていうふうに思っておけば、どういうふうにやっていくかとか、どう進めていくかとか、すべて自分で感じて自分で決めていけるよって。あとはさっきも言ったみたいに、お互いのことをよく見て、そして敬って感謝していこうってことを言ってるんですよね。で、お互いを敬うことで今を変えていく、今抱えている問題、そして新しいことに気づくことができます。その鍵が2人の間に眠っていますってことを言われているので、さっきもなんかこうふわっと感じたので口に出して言ったんですけど、お相手にも当てはまるかもしれないって言ったんですけど、通常は本来だったら私のリーディングってあなたに対するメッセージとして最後にもらうんですけど、今回なぜか1番をお選びいただいた方は、なんかお相手にもってふわっと思ったので口に出したんですけど、やっぱりこうお相手の力も必要みたい、2人の力、協力する力っていうのもあるみたい。そして抱えている問題っていうのがあなただけの問題ではなくて、お相手の抱えている問題かもしれないし、2人が関係する問題っていうことが分かってくる、見えてくるとか、なんかね共通しているようなことになってくるかもねってこともあるんじゃないかなって。だからこのお相手の今転換期にいると、それが実はあなたにもね関わってくるようなことになってくるんじゃないかなっていう予感がしています。はい。で、
自分がぶれないためにも自分自身尊敬していくことっていうのを忘れずにやってみてください。こちらのカードメッセージとしてもらっていきます。はい、今回はあの人はあなたの行為に気づいているかどうかっていうのを見ていきました。で、あとは動かないのはなぜなのかっていうところも見ていきました。ね、思ったよりもかなり深掘りしていきましたが、この中から何か一つでも心に残るメッセージがあれば参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。また、いつもコメントや高評価本当にありがとうございます。励みになっています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではこちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はリクエスト企画です。リクエストありがとうございます。あの人はあなたの行為に気がついているのかどうかをテーマにリーディングしていきます。はい、ではシャッフルしていきますね。今回タロットカードは正位置で見ていきます。今回使うカード少ないんですよ。はい。で、新しくお迎えしたこのイケメンカードと私が勝手に呼んでいるこのイケメンたちが描かれている、もちろんね、美少女も描かれていますが、ちょっとアニメーションチックなカードを今回お迎えしたので、そちらを使っていきます。はい。そしてこのカードからなかなか動かない、なかなか見えづらいお相手っていうのをね、ちょっとメインに見ていくんですが、どんな方でもご覧いただくことができます。はい。今のお相手のお気持ちとか、あなたの行為に気がついている、その上でどういうことを考えている、もしくはね、気がついていないっていう場合もあるかもしれませんよね。で、わからない。それはやってみないとわからないんですが、いろいろ見てやっていきましょう。思ったよりもこの1番さんのリーディング深掘りになったので、かなり深掘りになる可能性が大ですございます。はい。ということで見ていきましょう。ではまずこれは天使のイケメンカードと私が呼んでいるカード。そして今回一応ね、1番さんの時にもお話ししたのでお話しさせていただくんですが、新しくお迎えしたカードを使う時はまず私は一番最初に正位置でまず入っていきます。はい。で、カードと仲良くなっていく。そのカードにもよるんですけど、仲良くなる度合い、頻度、速度っていうのがそのカードによっても違ってくるんですけど、仲良くなってそうですね、それぐらいからかな、自分が逆位置採用しだしたりするっていうのが自分の癖なのかなとして染みついてることに最近気づきました。でもこれは私のやり方であって正しいわけではありませんしね、これが全てなわけではありません。いろんな方のいろんなやり方っていうのがあって、私は私のやり方としてやっていますので、はい、ということででは正位置だからいいのかとか逆位置だからどうこうとかっていうのはなくて、私の中で仲良くなったとしてもその時のカードリーディング内容とかその他に使うカードの相性、自分の中のね相性として今日はじゃあ正位置でやろうとか今日は逆位置でとかっていうのも変わっていくんですね、私のやり方で。はい。っていう私のやり方をご紹介した中で長くなりました。ごめんなさい。では見ていきましょう。はい、今回は正位置です。はい、でこれでこの天使のイケメンタロットからもうズバリお相手はあなたの行為に気がついてるのか、はい、結果から出していきます。これカードもね何枚か出して1枚ではっきり出る時もあれば何枚か出して分かっていく時もあるので、もう本当にその場その場で変わっていきます。おっと出てきたんですけど何めくる前に出してほしいってこと？わかりましたよ。見ていきますよ。気がついてますって言ってますね。気がついてますよって。あなたの好きという思い溢れてきてますって言ってますね。もう確実に気がついてるって言ってます。もうねこれめくる前から言ってますよ。では多分ねダダ漏れなんでしょうね。ね、あなたに対する気持ちもらっていきましょうか。すごく気がついてて
どうかなあ、ごめんなさい。今ね、これちょっと切れたので補充しますね。ちょっと一回ここで、一回切るんですけど、カード動かさないので大丈夫ですよ。はい、お待たせしました。では、そうですね。もうこのまま聞いちゃいましょう。あなたに対するお気持ち。そう、気持ちを見ていきましょう。せっかくなので、ポロッとね、めくる間もなく出てきたこの天使のイケメンカードからもらっていきましょうか。あなたの行為に気がついてる。で、嬉しいんじゃないかなっていうのが正直出てるんですけど、あなたに対する気持ちをもらっていきましょう。今、あなたのことどう思ってますかっていう、もう単刀直入に行きましょうね。こんなままお相手がストレートの方だったら早く終わるかもしれないですね。ワンドのエース。あなたと一緒にいて楽しいんじゃないかな。はい。シンプルに出してきてくれてるから、例えばね、友達の紹介で最近知り合ったとかっていう方もいると思いますね。これ始まりを表してるので、最近知り合ったよって、そしてお互い好意があるってことね、好きだなっていいなって思ってるっていう風に、最近いい感じとかね、そういう風に感じてらっしゃる方もいるし、あとはもうお付き合いもう何ヶ月も、出会ってからも何年とかね、何ヶ月とか長い間知り合ってから経っていて、であなたの好きだっていう気持ちずっと気づいていて、で自分ずっと気づいていて、どうかな、最近気づいたっていう場合もあるかな。あなたの行為に、そして自分もあなたに対する思いが芽生え始めてきたっていう感じがする。お友達関係から今恋愛関係に発展してきたっていう感じがするんですよね。お友達関係から恋愛感情が芽生えてきたか、もう本当に何かたくさんの人が集まる場所で、お相手一目惚れしてるっていう可能性もあるかな。ただ今ね、恋愛感情が芽生えてきたよっていうのは共通して言えるかなと思います。何かメラメラ燃える気持ちが今出てきたぞと。自分が解放していってるっていう、あなたもそうかな。お互いの方がお互いなんか軽い気持ちになったというか、胸の重荷が外れたというか、そういうところもあるのかな。でちょっと今自分たちがより開放的になっているようなところでもあるのかなっていうのは、このイケメンカードからは感じるんですけど、ではそうですね、では一回カードを下げて、じゃあこっちのデビルのイケメンカードからも聞いていきましょうか。あなたの気持ちには気づいてる。でお相手のお気持ちも気づいてる。ではもう種ストレートにやっていきましょうね。じゃああなたと、どんな関係を望むのか見ていきましょう。どうしたいと思ってるのか。出る飛び出してきますね。仲良くやっていきたいって、もうストレートに言ってますね。この人本当にストレート、分かりやすい。何なの何なのって。素早い。もうめくる必要ないよみたいなこと言ってます。でもワンドの7が出てきている。なるほど。ちょっと待ってくださいね。どっちかな。ページ、待ってくださいね。これあなたとね仲良くなりたいというか、もうお付き合いとかそういうことを望んでいるのは間違いなくあるんですよね。先を望んでいるっていうのはある。先の関係進展させていきたい。ただね、ちょっと周りのこと気にしてるかなっていうところがあって、これどっちかなってポロッと言ったのは、あなたがすごくモテるのか、それともお相手がすごくモテるのか、どっちかな、どっちもありだなって、どっちもモテるのかなっていうのが出てきてたんですね。
で、あとは、もう一枚引いたら、結構周り気にしてるよっていうカードが出てきたから、どちらかというと、あなたに寄ってくるやつらだって、あなたに寄ってくる、他の異性のことを気にしているのかなっていう感じがする。手放したくないってね、あなたと自分のこの時間だったり、この関係性っていうのを、なんかね、手放したくない。共通の知り合いとかいるのかなっていうのが、あるんですよね。共通の知り合い。ちょっと待ってくださいね。待って、これじゃない。ちょっと待ってくださいね。天使のイケメンカードからもらっていきましょう。ですね。共通のお友達、ちょっと出るの早いよ。共通の友達とかいるのかなとか、ちょっと2人の、取り巻く周りの関係性をね、少し知りたかったんですよね。割とストレートに出してくれてるんだけど、ちょっと周りの関係性のことで見ていくと、少しね、二面性を感じるっていうところがあって、正直。で、それはどういうところに二面性を感じるかというと、あなたとお相手の気持ちに二面性は感じないんですね。どちらかというと、周りの気持ちっていうところかな。あんな気持ちだって、周りの気持ちじゃなくて、周りの環境とか、二人を取り巻く人々、環境っていうところに二面性を感じる。だから表だって言えない、なんか気持ちすごくストレートなのに周りにそれをはっきり言えなかったりとかっていう、よく私のリーディングで出てくる、その周りの環境で表だって言えないような間柄なのか、そのあなたがあまりにも魅力的すぎて、自分に自信がないわけじゃないんですよ、お相手は。でもあなたがすごく魅力があって、で他にもライバルいるみたいなことを感じてるんですよね、お相手が。であなたの行為にも気がついてるから、両片思いみたいな感じで思ってるから、だからあなたが他の人に目をやってるとか、誰かで優しくしてるとか、そういう風には感じていないんだけど、そのあなたの魅力に引き寄せられて集まってくるミツバチどもこう振り払いたいんだけど、環境的になんて言うんだろう、表だって振り払っていけないところがあるんじゃないかな。もしくはね、もう本当に堂々と、もう本当にあなたの自分以外にね、あなたに触れようとするものだったらもうその手をどけろみたいな感じでやめて、私のものなのにみたいな感じで、ちゃんとねストレートにやってくれるとかっていうところもあるんだけど、でもなんかそういうことしちゃうと周りとギクシャクしちゃったりとか、一応この人付き合いっていうところもあるから、そういうの考えなきゃいけないよなっていう、ある程度のことは考えて、ある程度ってごめんなさい、なんかすごくお相手に失礼なこと言っちゃった。申し訳ない。そう、自分とあなたの気持ちだけじゃないよねってところをちゃんと分かってて、状況見えているから、だからその自分にとってはなんだあいつみたいな感じの人があなたに寄ってきたとしても、ちょっと我慢してるところがあるのかなっていうのは正直ね出てきていますね。割と本当にねストレートな方だなって、かなり顔に出やすいんじゃないかなって、機嫌いい悪いだけじゃなくて、好きな人とか嫌いな人とか苦手な人とか、そういうのも割と分かりやすい方なのかなって。でも周りとのバランスやっぱり取っていかなきゃいかんよなっていうのは出てきているかなと思います。この方の、状況を見ていきましょう。恋愛は多分あなたと両片思いみたいな感じで出てきているんですよね。お相手の方がどちらかというと愛情強いようにも感じるんですけどね。じゃあ恋愛面で1枚で、お相手のお仕事面で1枚で、恋愛仕事以外で1枚出しましょう。体調とか
家族のこととか、ね、ご両親のこととかお金のこととかで合わせてね、これをまとめてね、1枚全部で3枚出していきます。イケメンのねルノルマンカードからもらっていきましょう。はい、イケメンといってもこれはね美少女もいますので、このルノルマンカードは全部イケメンだったかな。で申し訳ありません。私今ものすごい花粉症今ピークに来ていて薬飲んでるんですけど、今なんかこう耳の聞こえが悪いのと多分鼻声になってるんですよね。聞きづらかったら申し訳ありません。ちょっとやめてくださいよ。もう恋愛もハート出てる、もうあなたにぞっこんラブみたいに言ってるので、いやもう、恋愛言うことないストレート本当にね。仕事はより仕事より出てきてる。同じ仕事関係とかあります？もしかしてあなたとなんかお仕事一緒、会社一緒とかチームが一緒とかなんか関わりがあるんですかね。なんかありそうな気がする。なんか共通点あるんじゃないんですかね、あなたと。その自分の仕事に対してもの可能性が高いんですけど、なんか同じ職場でもあなたに夢中だよって、もちろん仕事もね頑張ってるんですけど、仕事の中にいても職場の中のあなたってすごく華やかで目立っていてすごく人気があってっていう、その仕事のところにもねあなたっていうエネルギーが入り込んでくるんですよね。みんなに囲まれているあなたみたいなのが入ってくるので、同じ職場とか、あとはお相手のねこの仕事じゃなくて主に活動されているもの、お相手の1日の割合を占めているものの中にあなたが混ざっている可能性が高いかなっていう感じかな。もしそうじゃなければ全く仕事全然違うんですとか、1日の割合私のね割合少ないんですって方だったら、純粋にお仕事として見るんだったら、お相手でもお仕事一生懸命頑張ってますよっていうね、誠実に頑張ってますよってところは出てきています。ただなんか仕事してる時もあなたのこと考えてるって感じするんですけどね。でもそれ以外のところで見るとここどうかなっていうところが少しあって、余裕そうに見えるんですけど意外と大変なことあるんじゃないかなっていうのが出てきてる。仕事恋愛以外ですね。体調ちょっとストレス抱えてる、でもそれでも解放されてる気もするんですけど、これなんか正位置に戻すの忘れてた、ごめんなさいタロットカード正位置で見るので、そうここもねすごく対照的に出てきてるのがすごくこの印象深くて、カップの3とデビルでしょ。タロットカードの意味とかじゃなくてこの絵柄で見てるんですけど、すごくなんか色味とかも正反対で出てきてるのがちょっと気になってたんですけど、ただねなんかでもお相手でも割とストレスないように感じるんですよね。あるとしたらあなたに寄ってくる、ミツバチちゃんたちとか、そうですね、なんか周りの環境強いて言うならっていう感じなんですけど、でも周りの環境にじゃあ負けてますとかね、そういうことに振り回されて自分動けませんとかそういうのじゃないんですよね。なんかねちょっと自分の中で鬱陶しいなって思うことがあってもそれを跳ねのけるぐらいの体力メンタルとかそういうのとか、気力体力とかね、そういう元気いっぱいとか、強さっていうのは感じるんですけど、ただでも本人が自覚してないところでちょっと体調を崩していたりとか、意外とね食生活乱れていたりとか、本人の知らないところで寝不足だったりとか、その生活バランスの乱れっていうのがちょこちょこ出てきてるかなっていうところがある。まだ気づいていないかもしれない。お金全体それ以外で見てるのでお金の流れでもそうかもしれないですよね。あまり自分で意識してないけど出費最近増えてるとか、なんかそういうちょっとしたものが積み重なってるっていうような感じがここからしてくるんですね。ただ話を戻してあなたとどうしていきたいかっていうと、これでもね微妙なんですよね。微妙っていうのは
こうあなたと一緒になりたい気持ちがすごくあるんだけど、じゃあアタックするんですかっていうところを見ると、どちらかというとね、守りたいとかね、この関係をね貫き通したいっていうのはすごく感じるんですけど、もしこれがお付き合いしてる関係だったらそれで全然 OK、 今のままで十分、あなたねすごく守られているし幸せ、おめでとうございますで終わるんですけど、もし今これがまだお付き合いしていませんよとか、まだ気持ちちゃんとお互い確認してませんよっていう方であれば、やっぱりここはお相手の気持ち知りたいとか、お互いの関係はっきりさせたいっていうところがあると思うんですね。ただすごくお相手ね、恋愛ハート出てきちゃってるので、もうすごくあなたのことをもうすごくラブラブラブって言ってるので、そのラブラブを多分ねもうすでにもう表現してるはずなんですよ、あなたに分かるように。でお相手が動いてくれるのかどうかでもらっていきましょうか。動いてると思うんですけど、もし動いてないような気がするって、何も感じないっていう方向けに1枚出しましょうか。動いてると思うんですよね。さりげなくあなたをかばってくれたり守ってくれたり、さりげなくじゃないけど、あなたの障害となるものを全て取り除いてくれてたりとかすると思うんですけど、もし分かりづらいよって方のために1枚出しましょうか。カップの8が出ているので、なるほど。どうしようかな。なんで分からないのって言ってるんですよね、お相手が。ごめんなさいね。ごめんなさい。笑っちゃって申し訳ないです。ごめんなさい。怒られちゃう。もう本当に怒られちゃう。ごめんなさい。今ね、このカードを出して、でお相手に尋ねたんですよ。エネルギーを送って尋ねた。でなんか行動を起こしてくれるんですかって。そしたらこれで気づかないのってあなたに逆にお相手が言ってきてるんですよ。ってこんなにアピールしてるんだけど気づいてないのみたいな感じで言ってくるので、もしあなたがお相手からのアプローチ気づいてますよとか、うすうす感じてますよとか、なんとなく好きみたいなこと言われたとか、もし何かピンとくるものがあれば、お相手それ目いっぱいアピールしてるよってことだから、もっと真剣に受け取ってねっていうことを言ってるし、全然心当たりないっていう方であれば、本当にお相手がこんなに好きだよって信号を出してるのにまだ受け取ってないのみたいな感じで言ってるので、必ずどこかにお相手のその好きの行動が出てるはずです。それよく探してみてっていう風に言われてて、全然気づいてないってもしあなたがお相手に言ったら、お相手すごくびっくりすると思う。ショック受ける寸前まで行くんじゃないかな。本当によくよく振り返れば、あなたのために何かしてくれていたりとか、それがあなたを好きだっていうことなんだよって、それがすごく分かりづらくないと思うんですけどね。ストレートな方なんですごく。なので例えばね、仕事すごく頑張って成果残したよって、さあこの成績が君への愛の全てだっていう風に分かりづらいよっていう風に思うかもしれない。お相手の中ではすごくストレートにやってるけど、っていう場合もあるかもしれないけど、でも割と分かりやすいと思うんですよね。では、そうですね、恋心を抱くには何が必要か見ようと思ったんですけど、なんかもうね、そういうことじゃないと思うんですよね。もうどうしたいとか、もう実際こうしてるよみたいな感じで言ってきてるので、ここからもらっていこうかな、それともイケメンの天使さんからもらっていこうかな、どうしようかなって思うんですけど、じゃああなたの方これからもらっていきましょうね。天使のイケメンカードからあなたのことを聞きましょう。あなたがお相手に対して今お相手とね、どういう風になりたいとあなたが願っているのか、あなたが今どんな風に感じているのか、まずもらっていきますね。まずあなたのところで1枚、ペンタクルのナイトか、ペンタクルのナイトが出てきている。どうしたの？
はい、もう一枚。これもペンタクルのページ。なるほど。ページとナイトが出てきていて、これ3枚目引いてペンタクルってことありますないよね。で、もう一枚がカップの絵と同じカード出てきてるじゃないですか。あなたとお相手が。で、どうしたいって聞くと、同じカップのが出てきているから、気づいてるんじゃないんですか、あなたもお相手も。もしかして、あれですか、両片思いだけど、なんて言うんだろう。わかりやすく言うと、よくね、アニメとかに出てきそうな、気持ちね、二人の志一緒なんだけど、お互い通じてない、なんて言うんだろう、なんかなんて言うんだろう、すれ違ってるわけじゃないんだけど、ちょっとなんかなんて表現したらいいんだろう。どっちか一方はすごくアタックしてるじゃんって言ってるんだけど、もう片方は、そうだったのみたいな感じで、そう、お互い好きって気持ちがあるんだけど、それに向かってどうしていきたいかってところ、方向性も一緒なんだけど、届き具合が違っていたりとか、そこまで思ってくれてるなんて知らなかった。いや、全然めちゃめちゃ思ってたじゃん、みたいな。確かに言われてみたらそうかも、みたいな。なんで普通に気づいてよ、みたいな感じの、ことがありつつも考えてること一緒みたいなね。いや、普通にこうだって前言ったじゃん。だからそれに向かって頑張ってたんだけど、みたいな。いや、確かにそう言ったけどさって。いや、確かに2人の気持ち一緒だって分かってるけどさ、みたいな。でもこっちはこうやってるんだから気づいてよ、みたいな。いや、でも前に言ったし、みたいな。なんかそういう感じが入ってきます。ただ、あなたの状況、気持ち、これからどうしたいのかっていう風に聞いていくと、お相手のことすごく大切にしているんですよね。お相手しか見えていないと思うんですよ。ただね、どうしていきたいかとか、どういう風にお相手と発展させていきたいかっていうと、自分に自信がないっていうのが一つあるかなっていうのがまずあります。すごく大切にしているんだけど、果たしてうまくいくんだろうかとか、例えば永遠を求めていいんだろうかとか、それを求めていくには自分には足りないものがあるんじゃないかとか、もちろんお相手のお気持ちも一生自分に向けてもらえるかどうか自信がないってこともそうかもしれないけど、でも先のことってわからないよねって自分でも分かってるんだけど、でもそれと相反する気持ちで不安になる気持ちも両方あるって。で、それを解消するためにどうすればいいのかっていうのも自分自身もすでに答えは出ていて、ただね、やっていくしかないんだって。そのお相手と2人でこの気持ち大切に受け取って渡して受け取ってっていうね。今例えばお付き合いしてるってもうすでにね両思いですって方だったら、今この2人のつながった気持ちを大切にして、もう向かってる方向も一緒だから、2人が何を目指しているのかとか何をクリアしていかなきゃいけないのかっていうのはもうすでに明確に見えているから、それに向かってひたすらやっていくだけなんだっていうのがちゃんと分かってる。ただそこにね、時々不安になったりとか自信が持てなくなったりとかする、その人間のあるじゃないですか、そういう心って。どんなに幸せでもなんかこの先うまくやっていけるのかなとか、私がおばさんになってもあなたは好きと言ってくれるのかしらとか、なんかそういうのあるじゃないですかね。そういうなんか時として揺れる気持ちになったりとかもする。それも踏まえた上でそれも踏まえた上でどうすればいいかって分かってるよっていうのがあるかなっていうところがある。で、2人で積み重ねていくものだったりとか、そういうのもちゃんと明確に見えてるのかなっていうところは出てきていますね。あなたのお気持ちも出てきています。ただそんなになんか自分に自信がないとか言っててもしょうがないよねってところは自分でもあなた自身が一番よく分かってると思うし、素敵だよってお相手も言ってくれてると思うし、もしこれがお付き合いされていなくて、いや全然相手の気持ち見えないんですよっていう方でも、いずれこういう風になっていく未来があなたの中にはもう見えているんじゃないかなと思うんですよね。
どこかしらお相手と共鳴し合えるようなところを感じていたりとか、そうですね。すごくわかりやすく、すごく遠回しに言えば仕事の目標が一緒とかね。そんなところから始まっていくってことも全然可能性としてはある。ただこの仕事で同じ目標がある？何言ってるのみたいなことを相手が言ってるから、そんなことじゃなくてさ、みたいな。もっとよく見てって。私の気持ち通じてるでしょみたいなことを言ってるから、遠回しに言っても仕事で同じ目標があるとかじゃないからねっていうのを言ってるんですよね。なんか1枚もらいましょうか。何も今質問全然なく1枚何かもらっていきましょう。はい、ソードの5番ですね。出てきていますね。なるほど。この1枚をもらった上で、よく見えてますね。お互いがお互いのこと。どうすればいいのかちゃんと分かってる。そして、これ、どっちが上下とか、あまりそういうのとか、そういうのはないと思ってるんですけど、どちらかというとお相手があなたのことすごく支えてくれてるんじゃないかなって、見た目的になんて言うんだろう、外をね固めてくれてるっていう感じ。ただお相手の心を支えてくれてるのがあなたっていう感じがするんですよ。見えないところのサポートがあなたの力がすごく大きくあるから、それですごく支えられて助けられてるところがあるんだよっていうのをお相手言ってきてくれてるんですよ。そして目に見える形であなたを守ってるんじゃないかなっていうところがある。もっとすごく分かりやすく言ったら、例えばあなたが例えばですよ、同じ職場にお相手と一緒にいたとして、あなたが困っていることとか課題になっていることを協力してサポートに入ってくれて助けてくれたりとか、例えばクレームをあなたが受けていて困っている時にお相手が手を差し伸べて助けてくれたりとかっていう、この分かりやすい外部からの守りっていうのをやってくれてて、それが結局あなたの心の支えにもなっている、守ってもらえてるっていう安心感だったり、頼れる人っていう風にあなたの中ですごくね、お相手に対する信頼感っていうのも出てるけど、実はでもお相手あなたの明るいところとか優しいところに心を救われたことがあるよって言ってるので、それぞれのね、お互いに対する思いとかっていう思いの変化、出会ってから好きになるまでの道のりってちゃんとストーリーがそれぞれあるっていうのが見えてきています。はい。お相手はお相手の中であなたのことを好きになるまでのこのストーリーがちゃんとあって、自分の暗闇を救ってくれた光のような存在みたいなことを言われていて、であなたはあなたで自分の困っているところを助けてくれたっていうところが入ってきているので、ちゃんとお互いそれぞれのストーリーがあった上で今このお互いの好きが成り立っているよっていうのが出てきている。ですごく今お相手の中で燃えている気持ちがあるので、だいぶ分かりやすくねアタックしてきてると思うんですよね。もしくはね、仕事中でもメール返信してくれたりとか、あなたに時間割いてくれたりとかしてくれてると思うんですね。もしそれであなたがいやなんともピンとこないって今この時点で思ってるんであれば、お相手すごくびっくりすると思うってことをカードがね、お相手の気持ちを伝えていてくれてます。で、あと気になるのはここですよね。何かね、お相手少し自分の気づいてないところで何かあるんじゃないかなって思ってるので、ここ1枚じゃあこのねブラックなイケメンカードからもらっていきましょうか。ここに対してあなたがサポートに入ってあげられることってあるんでしょうか。はい。いや、あなたが分かることだから教えてあげてねって言ってる。あれかな、あなたに例えば時間使ってる、お金使ってる、何かエネルギーをあなたに分けてくれてる。全然本当に何回も言う通り、お相手ねすごくそれをね気にしていないし気づいていないし、全くね本当に強さとかもあるから全然へっちゃらみたいな感じで思ってる、なんとも思ってないよ、なので
それがなおさらあなたのことだとしたら、なおさらなんて言うんだろう、全然何にも自分に負担だとすら感じていないことなんですけど、そこにあなたがもしやってあげられることあるのかって言ったら、あなたがもし気づいた段階でお相手に例えばね、何か、サポートに入ってあげるところになるのかなっていうのがあります。そうですね、わかりやすく言えば、例えば寝る間も惜しんでとか、仕事中でも休憩時間構わずあなたの連絡やり取りしているとかだとすれば、仕事に支障が出るかもしれないから、仕事中は休憩時間以外は連絡取るのやめようっていうふうにあなたが決めてあげたりとか、あとはあなたに対してよくプレゼントしてくれるとかね、デートおごってくれるとか、お食事いつもおごってくれるとか、あなたが大丈夫よって、今日は大丈夫なのっていう風に言ってても、いやいやここはおごらせてよみたいな感じでやってる。お相手としては好きでやってるんですよ。好きな人だからやってるんですよ。特にそこに変な下心とか悪意とかないんですよ。好きでやってるんだけど、でもあなたが多分すごくそれを気にしたりすると思うんですよね。別にお相手がねおごってくれることとかお金出してくれてることに対して全くマイナスなことはないんですよね。あなたが気にするのかな、お金のことだったら。で、あなたが気にするんだったら、じゃあそこに負い目を感じるんだったら、じゃあ今度からはね半々でいきましょうみたいな。とか、あとはいつも出してもらってるからって、お相手を立てるところもあるので、何回かに1回かはタイミング見て自分で出すとか、なんかそういうバランス取っていくとか、なんかね、そういう気遣いとは違うんですよね。お金のことに対してはね、気遣ってほしくないって言ってるので、ただ体調のことだったりとか、時間かな、寝不足とか、あと、そうですね、食生活も関係してるかな。お金はねあんまり気にしないでほしいんだよねって言ってるんですよね。私そこまでお金ないわけじゃないし余裕あるしみたいなことを言ってるので、お相手がそう思ってるだけで、あなたからは違う風に見えてるかもしれないけど、掘り下げましょうか。運命の輪が入ってる。大きいな、かなり大きいこと言ってますよ。50。あなただったらわかるんじゃないかな。このお相手の恋愛仕事以外で今何か起き始めてること、お相手のご両親のことかもしれない。あと体調、お金、それ以外のこと、仕事、恋愛以外のことで、もうすでにそれはもうやってきてて、あなたはそれ気づいてると思うって。で、このまま放っておくと、後々大きなことになってくるから、気づいた段階で対処していった方がいいよって言われてる。あれかな、睡眠時間削って連絡取り合ってるとかかな。あなたが何度か今までダメよって、遅い時間までダメ、例えばね、遅い時間までダメよって言ったとしても聞かなかったとかあるんじゃないかな。お相手がいや大丈夫平気みたいな、一緒にいたいみたいな感じもあったんじゃないかな。お相手の中ではね、そこまでね気がついてないんですよね、自分のその状況だったりとか。でも徐々に現れ始めてきているから、そしてあなたも何回か言ったことあると思うんですよね。何とかそのことについて言うとか心配するとか感じてるとかあると思うんですよ。そこは早めにケアしてあげた方がいいって言ってるのでね、どこまで私が口を挟んでいいものかみたいに戸惑うかもしれないけど、ここはずかずか言っていいと思うんですよね。そうですね。ずかずかって言ったらちょっとね、私の言い方なんかこうズバリみたいになっちゃってあれなんですけど、そうですね、なるべく早い方がいいって言われてるので、その気づいた時点でもしね、すでにね、もう何度か注意してるんですよとか、何度かサポートに入ってるんですよってことは、もっともっと強めていけばいいって、もうはっきりと、ちゃんとね、軌道修正してあげた方がいいって、サポートに入ってあげた方がいいって、ここに関してはそう言われてます。
分かりづらいかもしれない。このすごく恋愛仕事とかに対してはかなりはっきりしてる人なんだけど、このなんていうんだろう、自分の体調面かな、食生活かな、生活のことかな、なんか家族とかご両親とかっていうよりは、とかね、対人関係とかっていうよりは、なんかね、睡眠時間だったりとか、なんかそういう生活のこと、お相手のっていうのが入ってくるので、なんだったら一緒に住んでもいいんじゃないかなって思うんですよね。もしそういう生活のこととかだったら、あなたが一緒にいてあげることですごくお相手安らかさというか安定するので、そういう生活面を補ってあげる、精神面もそうなんですけど、いや、なんか一緒に寝てあげるだけでもすごく落ち着くんだと思いますよ。なんかそういうのが出てきてるかなって。それがなんかどんどんタイミング逃せば逃すほど大きなことになっていくから、大きなことになっていくというとなんか少しね怖い気持ちもするけど、なんかね、例えば体調を崩しちゃうとかね、今は全然平気なんだけどっていう、お相手の気持ち、気力がすごく今溢れてるんだけど、で体力もまだ全然あるんですけど、あなたが多分気がついてると思うんですよね。そのことだよっていうふうに言われてる。で、ここだけちょっとね、あなたが、よく見て、気がついてあげるといいかなと思います。はい。で、2人がどうしたいのかっていうのは、あなたがこうしたいと思ってる通りにお相手も思ってくれているので、なので、そうですね。じゃあもし、今ね、お付き合いしていないよっていう方だとしたら、じゃあお相手から告白してくれるのかどうかっていうのを見ましょうか。いや、でもハートとユリが入ってるから、もうなんか全て出来上がってる気がするんですよね。告白してくれるのか。はい、1枚もらって、強行のカードが対抗して出てきた。なんかこの恐ろ率が高くないですか、この2人。あなたたち2人は気持ち揃ってますよって。一緒に住んじゃったらいいんじゃないですかね。一緒に住む、もしくは入籍するとか、2人で生活共にするとか、お財布一緒にするとか、なんかもうお揃いにできるもの揃えちゃったらいいんじゃないんですかっていう感じがするんですよね。どちらが先ともなく2人は一緒になっていくんじゃないんですかね。もしこれがお付き合いしていない方で見ているのであれば、間違いなくお付き合いできると思いますし、下手したらそれ以上、下手しなくても、それ以上の関係性に全然なっていった方がいいっていう風にカードが言ってる。2人の気持ち誓い合ってますよ。ほら、こうやって誓い合ってるので、もう見てるところ一緒だから、あとなんか支えてあげたらいいんじゃないかな。お相手の足りないところっていうのは、自分のことをおろそかにしがちなんですよ、この方。あなたに愛情いっぱい向けてる。仕事にも情熱傾ける。で、周りの人も多分すごくね、気配り屋さんっていうよりは、なんて言うんだろうかな。繊細に周りを見ているように見えないんだけど、なんて言ったらいいんでしょう。明るくて、こう、ガキ大将的な感じだとしたら、一見そんな風に見えるけど、すごく周りのことを冷静に見ていたりとか、すごくね、お相手なりにね、声かけてくれたりとかして、言葉が悪いけど優しく声かけてくれるとか、おい行くぞみたいな感じで、ちょっと乱暴な言い方だけど、でもちゃんとね、こうみんなに目を向いて、みんなに目をね向けて手を差し伸べてくれたりとか、困ってる人がいたら、もうあなた以外でもね、困ってる人がいたら、どうしたみたいな感じで、なんかね、ぶっきらぼうなんだけど、よく周りのこと見てるとか、そんな感じがするんですね、イメージ的に。なので、そういうこと周りの人に目が行き届くんだけど、自分のことだけになるとなんかおろそかになってる感じがするんですよね。だから家族とかその自分のご両親とかも大切にしてるんですよ。でそれもちゃんと行動に表してる。
言葉数が少ないか何かね、態度がこうぶっきらぼうなのかもしれないけど、でもちゃんとご両親にもこのお相手の愛情って伝わってるし、なんか記念日に何か送ったりとかね、そういう形になって表してくれたりとか大切にしてくれてるってことをやってると思うんですけど、自分のことになるとなんかまるでさっぱりっていうところがあるので、早く一緒になってサポートに入ってあげた方がいいんじゃないかっていうくらい、この2人の誓い合ってるカードにハートが割り込んできてるんじゃなくて混ざってきてるから、こう愛のもとに早めに誓いを立てるってことがいいのかもしれませんね。はい。で、別にね、この結婚とか同棲とかあまりそういうのにとらわれないとしても、何かしらの形でサポートに入ってあげた方がお相手をすごくね、メンタル的にとか体調的に安定してくるのかなっていうところはあります。いや、強行がしかも男女でしょ、揃ってきてるから、はっきり言ってもこれ結婚みたいなイメージすごく強く入ってくるんですけど、でも結婚とかね、そういう書面上のね、婚姻届だけが全てではないので、こう人生を共に歩くパートナーとして、本当に一緒に住むとかそういうレベルのことを、までね、行動に移された方がいいのではというか、そうなるのではというような結果になりました。はい。ではそうですね、アドバイスカードをもらっていきましょう。ではこちらのカードから1枚。いや、なんかこう2番の方はかなりストレートにドドッと入ってくるし、何かねお揃いのカードが入ってくるので、はい、もらっていきましょう。おおいや、素晴らしくないですかこれ。ちょっとびっくりしてるんですけど、なんか過去のことで何かあったのかな。カップの8っていうのは過去の、例えば自分たちの今ね手放せるものを手放して新しいところへ向かっていくっていうカードなんですね。これが2人揃って出てきているので、そしてこれはその過去のことに対しての手放しだったりとか、あとはその許しっていうのも入ってきてるんですよね。そのことを許し合っていくことで結ばれていくものとか、固く強く結ばれていくもの、より強固になっていくために、あなたたちが今例えばなんかね、こだわりとか過去に対して何か、例えば前にね喧嘩したとか、そういうのがあったらそこを手放していこうねっていうのも言われてるんですよ。そして今絆が固く結ばれる時ですって。レッド糸で、これもそうですね、あなたの心の声が今表に出る時がやってきました。なので自分の気持ち、心の中の声を今行動に移す時です。で、心の声っていうのはインスピレーション、あなたがピピッときたもの、何かピンとくるもので、今ここをすごく強く感じるんですよね。お相手の、ことかな、体調面かな、なんか時間眠ってない何かそういうことが感じられるので、お相手が見えていないところですね。そこに目を向けてあげること、あなたがそこで感じる何か思い当たるところがあるんだったら、そこに対してのアクションを起こしてねって、もう確実にこれ行動に移してねって言ってるので、あとはそれ以外に言えるとしたら、お相手の気持ちに早く気づいてねとか、もし気づいていない方であればね、お相手があなたにしてくれてることあったっけ、ないんじゃないっていうふうに思ってる方は、早くそこに気づいてねとか、そういうことも言われてるし、あとここの2人揃ってるところかな、ここに対してのアクションしていくのもいいでしょうって。あなたが今感じてることをそのまま行動に起こしていく、動き出していくところですよっていうのが言われてますので、自分でどうしたいのかっていうこともそうかもしれないけど、本当に今自分の心の中で湧き上がってること、思いとか、あとね、多分あると思うんですね。あなたの中でどうすればいいのかってはっきりともう分かってることがあるんですよ。そこに対しての不安とかもありながらも、それも全部含めながらも、こうやってやっていきたいんだっていうのがもうすでに出てきてると思うので、迷わずそこに向かってアクションを起こすこと、
そしてそこでね、自分が経験をもう積んでいくんだっていう気持ちもあるので、十分もう準備は整っています。あとはもう動くだけっていうのが出ていますので、こちらも参考にしてください。なんかね、2人でね、ハートをね、ギュってリボンで結んでるような感じですよね。だからすごくいいなって思いました。はい、こちらも参考にしてください。以上2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。いつもコメントや高評価をいただき本当にありがとうございます。励みになっています。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。こちら3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人はあなたの行為に気がついているのかどうか。リクエストありがとうございます。こちらをテーマに見ていきます。はい、ということで、今回は好きなお相手はあなたが好きだっていう思いに気がついているのかどうかっていうのを見ていきます。はい、シャッフルしながらやっていきましょう。今回タロットカードは新しいカードをお迎えしています。私がイケメンカードという風に呼ばせていただいているカードですが、今回このタロットカード2種類ありまして、わかりやすく言うと、悪魔のイケメンカードと天使のイケメンカードみたいな形で、題名全然タロットカードの名前違うんですけど、わかりやすく言うとそういう感じです。明るい、天使さんのイケメンと、ちょっとね、小悪魔的ないたずらっ子な悪魔のイケメンのタロットカードがあるんですが、私基本的に新しく、お付き合いするときは一番最初は正位置でやるようにしている癖があるようです。はい、分析の結果そうなりましたこれは私のやり方であって、はい、それが当たってるとか当たってないとかでもないので気にしないでくださいね。で、今回は初めてお迎えするので正位置で見ていきますね。そしてその仲良くなる速度っていうのもカードによって私の場合違うんですけど、仲良くなってくると逆位置を採用し始めたりとか、あとは逆位置で採用しても採用しなくてもその時のリーディングのテーマとか他に使うカードの相性とかで正位置逆位置固定して使う時もあります。はい、ただ今回は初めてっていうこともあって正位置で使っていきます。特にそこにね、なんか深い意味あるんですかって言ったら特にないんですけど、はい。なんか自分でそういう癖があるみたいです。ということで、はい。では、ここから見ていきましょう。まず、もうズバリいきます。相手はあなたの行為に気がついているのか。はい。ここに対しての答えもらっていきます。かなりズバリといくので、今回は、私、ズバリになります。ということで、あとはごめんなさい、花粉症のピークを迎えていまして薬飲んでるんですが、かなり鼻声だったりとか自分の今耳の聞こえが悪いのでうまく発音できていないかもしれません。ご了承ください。はい、ではお相手は気がついているのか。これお相手のお気持ちによって、お相手の個性ですねによって枚数変わってくるんですよね。出る枚数ザーさんもうザーさんも喋ってる時にもう3出してこないでっていう思うんですけど、何も分かったよ話しかけてこないで。私におしゃべりな方、この方結構おしゃべりですねそしてこのままこのカードで見てほしいって言ってるので、ではあなたの気持ちすごく気づいてるし、私の方が強いって言ってるから気持ちあるんじゃないかなって思うんですけど、叩かないで言ってほしいって、ちょっと待ってくださいね。では、あなたに対する気持ちもらっていきましょう。あんまりお相手の方から言われるとね、困るんですよねペンタクルの2、なるほどね。ペンタクルの2で、ちょっと待ってくださいね。とにかくすごく言うんですよ、この方、私に。ソードの点。はい。ちょっと待ってくださいね。すごく今、格闘してるんです。お相手と心の
会話をしてて、格闘って今ねこのカードをできればサクサクめくっていきたいんですけど、めちゃめちゃ喋ってくるんですよ、私に対して。なのでこの人もしかしたらすごくおしゃべりな方とか、あとそれかすごく今伝えたいこといっぱいあるみたいなことを言ってるのか、待ってくださいね。今ねすごく入ってくる情報量を整理するのに時間かかってしまっていて、はいはい、わかりました。これはもう分かってますよ。もう一枚が、わー、助教校が出てきた。いやー、ちょっと待ってくださいね。まだまだね足りないって言ってるんですよ。足りないって言ってるのはなんでかな。いろいろ入ってくるんですよね。もうちょっともらっていいですか。こっちのね天使さんのカードからもらっていきましょう。足りないって言ってるのは何だろう。一つ出てくるのは、あなたの気持ちがまだなんていうのかな、見えてない。あなたに対する思いで聞いてる。待って、あなたに対する気持ちで見てるんですよね。あなたに対する気持ちで見てるので、でも いっぱい言うことありすぎてまとまらないんだよこのお相手3番の方もっと攻めたいって言ってるのかな。多いからちょっと絞らせてください。待ってくださいね。例えばまだ顔知らないとか、仕事上だけの付き合いとか、まだ踏み込んだ関係じゃないとか、なんでしょう。なんかね、例えば上辺だけの情報しか知らなくて、まだ中身まで知らない。わかりやすく言うと、ネットで知り合って、で喋ったりとか連絡やり取りとかは頻繁にしていて、気持ち通じてるっていうか、あなたの気持ち気づいてるんだけど、じゃあ実際リアルで顔見たことあるのって言ったら見せ合ったことない、あなたの顔見たことないとか、あなたの詳細なプロフィールを知らないとかっていうのがふわっと入ってくるのと、その他にはあなたと一線を越えたいっていう気持ちがあるっていう、その抑えが効かなくなってるっていうところと、なんかそんなこと言っていいのかな。ちょっと待ってよ、めくれてこないでよ。何をそんなに言いたいのよ。なんかこう進めていきたくても進めていけないのかな。でも太陽が入ってるってことですよね。ちょっとあれなのかな、お相手なんかめちゃくちゃ口数多いけど、いわゆるマニア系みたいな、マニア系ってなんか何かをねジャンル分けしたりするのはあまり好きではないんですけど、すごくこだわった趣味持ってらっしゃる。ネットっていうのが入ってくるんですよね。ゲームとか、歌ってみたとか、なんかそういう活動が入ってくるかな。そうですね。そういう活動をあなたかお相手かしてるのかな。なんかね、制限かけられてるよってことを言ってるんですよね。あなたに対する気持ちで見てるんですけど、こう抑えが効かないんだけど、抑え効かせなきゃいけないって、すごく制限してるって、我慢してるって。で、もともとこの人すごく喋ってくるので、なんだろう、喋りの仕事してるのかな。営業だったりとか、そう、例えば接客業だったりとか、でもっと詳しく入ってくるのは配信者とか、そのメジャーデビューしてないんだけど
バンド活動してるとか、例えば大手のラジオ局で DJ やってるわけじゃないんだけど、なんかねポッドキャストとかツイキャスとかで配信やってるとか、なんかねそういうのを感じるんですよね。でそこでなんか制限とか何か契約かなんかあって、仕事かな、なんかそういうのがあって、あまりその好きだっていう気持ちをリアルにつなげていけない。だからネットで知り合ったとか、何かゲームとかを通じて知り合って、でそこであなたの好きだっていう気持ちに気づいていて、すごく嬉しいんだって、で進めていきたくても、この自分の抑えが効かないところまで来ていて、なんだったらあなたのことを押し倒したいとか、少しちょっとねマニアックなこともちょっと考えてるんですよ。押し倒したいことがマニアックなわけではなくて、この方のあまりね絞ったらねいけないと思ってるんですよ。何事もねいろんな第三者の目から客観的に物事を捉えていきたいんですけど、とにかくパワーが強いので、すごく個性があるんじゃないかなっていうのが感じます。この方が、どんな職業であれ、どんな性格であれ、どんな趣味があったにしても、すごく個性が強いんじゃないかなっていうのが出てきています。そして人には言えないような、なんか秘密にしているような趣味思考があるんじゃないかな。別に悪いことじゃないですよ。別になんかこう罪に問われるとか問われないとか、そういうやばいことじゃなくて、あまりなんかね人に言えないような趣味とかがあるのかな。何か昔これが好きって言ったら誰かにバカにされたとか、そういうことがあるのかな。どういういきさつがあったかわからないんですけど、何か秘密にしている趣味があるっていうのを言ってるんですよね。そしてこの趣味に対しても今抑えが効かないよってことを言ってるので、例えばですけど、すごく個性的なので、例えもすごくね度がいってるかもしれないんですけど、例えばコスプレが趣味とかであなたにお人形の格好をさせたいとかしてほしいとか、あとは例えばですけど、今ね一例を挙げて言ってて、私別にねコスプレに対して批判的な目を持ってるわけでもないし、別にね全然何でもいいと思ってるので、オールオーケーな見方をしてるので、何か趣味、そうだな、もし配信とかをやってるんだったらね、見バレしないような対策してるかもしれないし、何かねそういうことも言ってるのかな。少し深掘りした方がいい気がするんですよね。あなたとの関係を気持ちに気づいてる気づいてないっていうのをテーマに見ていきたいんですけど、気づいてるのって聞くと、すごくストレートに太陽バンって入ってきて、そっからすごくねあれもこれもってお相手が言ってくるんですよ。で口数多いのかなって最初思ったんですけど、その割には秘密にしてることがあって、秘密にしてるってことを伝えてほしいのか、それともなんかねお相手の中でもすごく言いたいことブワーってあって、収集つかなくなってるんですよね。あなたに対する気持ち、まずじゃあお相手の恋愛、仕事、そしてそれ以外のこと、例えば体調面とか家族のことだったりとかお金のこととか、これらに対しての1枚まとめて3枚もらっていきます。お相手の生活どうなってるのか、ちょっとその生活状況をもらっていきましょう。まず恋愛からはっきり来るかなと思ったけど、まだわかんないですね。仕事、なるほど、やっぱり仕事かな。それ以外ライダー、なるほど。なんかね仕事が目立つ仕事されてるのかな。
ね、目立つって言ってもいろいろありますもんね。あなたとの関係性において、秘密にしなきゃいけないとか、なんかそういうことが入ってくるんだけど、でも恋愛は船だから、もうね、意気揚々と進んでるんですよね。もうね、身を乗り出した船だから、動くんだよって、動くしかないんだよって。で、その他のことを見ていっても、ライダー、機種のカードが入ってるので、向かってってるんですよね。勢いがすごくある。仕事以外、恋愛とか、それ以外すごく今、前進していってる状況なので、ただ仕事になると、これ今伝わってくるのが、かなりこう幻想チックっていうか、その幻チックというか、まだ見えていないところがある。見えていないっていうのが、例えばね、顔出ししていないお仕事しているとか、あとは本当に営業とかね、接客業みたいな感じで、ある意味こう自分を演じてる部分があるじゃないですかね。役者みたいな感じで接客業っていうのは、素の自分のままではやっていけないお仕事ってあるじゃないですか。そういうのに携わってるのかなっていうのが出てきているんですね。この仕事でかなりこうウェイト占めてるところがある。ウェイトっていうのはお相手のじゃあ仕事大事だから恋愛してないのかとか言ったらそうじゃなくて、恋愛はすごく順調に進んでるよって、その他のことはすごくね、今ね、めちゃくちゃね、意気揚々と前進してってるんですよ。ただなんかあなたへの気持ちとかを見ていくと、そこに仕事が絡んでくるっていうか、で仕事がじゃあ悪い状況なんですかって言ったらそうじゃないんですよ。仕事自体が独特な仕事しているっていう感じが入ってくるのと、なんか趣味が仕事みたいな感じがする。なんかちょっと独特な感じが入ってくるんですね。でそれを踏まえた上で、ではどう見ていったらいいのかまとめていきたい。まずあなたのことをまず挟みたいんですよね。あなたのことを挟む。はい。ではいやでもこのお相手かなりちょっと個性的なので、オラクル1枚挟みましょうか。このオラクルでお相手が、伝えたいことをちょっとまとめてもらいましょう。あなたに対してどう思ってるのか1枚。いやでも船が出ていてね、わかりました。まずこれ1枚置いときますね。1枚置いといて、この方の過去を1枚もらっていきましょう。過去なんかあったのかもしれないから、さっきもちらっとね、過去なんか誰かに言われたんじゃないかみたいなこと言ってたんで、過去で今1枚もらいますね。この方全般的に過去何かありましたか？フィッシュのカード。いや、過去はね、全然そんなことないよって言ってますね。で、そして、このオラクルが、なるほど。これお相手の心と魂今合致してないよって言ってる。であなたに何を伝えたい、あなたに対して思ってることですよね。これで質問して1枚にまとめてくださいって言ったら、心と体がちぐはぐだって言ってるんですよ。まだ噛み合ってないって。それはあなたとお相手じゃなくてお相手の中のねことだって言ってるんですよ。なので何回も言う通り、そうですね。例えて言うんだったら、例えばあなたの顔を知らないけど好きだとか、ね、お互いの素性をまだちゃんと知ってないけど、ネットのつながり上それだけどすごく大切に思ってるとか、その大切に思ってるよっていう気持ちと、あと現実、精神的なものと現実が噛み合っていないところがあるので、隠し事してるわけじゃないんだけど、例えばね、仕事上何か制限かけられてるような感じとか、すごくなんか個性的な変わったって言ったら失礼な言い方になるので、個性的なお仕事とか職業をやられていて、ただね、過去のこと何か
例えば辛いことあったんですかって言ったら、いや全然って言ってるんで、別に過去にとらわれて今動けないとかそういうことではないんですよ。なんだろうな、なんか変わった趣味を持ってるというか、もしくはあなたと変わった趣味って言ったらお相手なんかむって顔されたのでもうなんだろうな、こう気持ちのままに進めていけたらいいのにっていうのを全体的に感じるんですね。総合的にまとめて言うと。で、細かく見たいんですけど、いろいろありすぎて仕事も関係している。で、あとはそうこの方の例えばちょっとね個性が強い性格っていうのも関係している。あと趣味かな、いろいろ派生していて、ただあなたとのことに対しては今自分の魂と心が噛み合っていないって、そこにね今ねお相手気がつかない間に体調不良を起こしている可能性がある。なんか頭いっぱいになっちゃってるとか、すごく考えすぎちゃってたりとかしてるところがあるんですよね。ちょっと深掘りになるかもしれないこれ。あなたのこと見ていきましょう。あなたはどうでしょう。あなたの生活、まず現状、あなたの現状をまず見ましょう。お相手ばかり見ていってもつかめないかもしれないので、ここはあなたを挟んでいきましょう。あなたの現状1枚、ワードの10、なんかお互い苦しい恋愛してるとか、気持ちすっごく太陽出てるのに現状伴ってこないっていうのを言ってるんですね。もう相手もね、ちょっとね現状苦しいみたいなこと言ってるんですよ。制限っていうのが出てきてるので、ここでも噛み合ってなくて不調を起こしてますよって。ただね、でも恋愛に対してはすごく前向きなの。進めていきたいって、今すぐにでもやっていきたい、もっとっていうかもうすでに進んでるよって言われてるんですね。ただお互いの現状がすごく大切に思ってるのに、もう一枚あなたのところにもらいましょうか。カップの A とか、これ読みが難しい。複雑ってね、今言葉となって複雑って出てきたから、いろんなところで複雑が今起きてるんですよ。ただ一つだけ、これだけは確信して言えるのは、2人の気持ちがすごく前向きに進んでるということ。純粋な気持ちがある。愛に嘘偽りがない。ただそれ以外のところですよね。環境とか気持ちすごくあるのに、まだそこに追いついていないものがあるとか、まだ見えてきていないものがあるとか、見せていないものがある。だけどそれはね、隠したくて隠してるとかじゃなくて、とかちょっとだけ秘密にしておいてるから、それをさらけ出すのが怖いっていう気持ちはお相手の中にはあるんだけど、これを言ったら嫌われるのかなとか、自信がないところがあるってところはちょっと出てるんですけど、だけどその以外で仕事かな、なんだろう、何かねこう制限かけられてるよっていうのが出てきていて、それでその恋愛今進めてってるんだけど、あなたに対する気持ちのところに純粋に恋愛だけが 100% 混じり込んでないっていうのが出てきているのです。はい。で、あなたの現状を見ていてもお相手のこと思ってるんだけど、これは険しい道になるぞって自分の中で思ってる。で、そうですね、お相手のこの動き、お仕事、活動されてることをあなたが見ているっていう感じかな。ダメだ、鼻声が。ペンタクルのキング、これちょっとキーポイントとして、キーカードとしてもらっていきましょう。このペンタクルのキングを見てもらっている中では、お相手、そうですね、あなたに対するお気持ち、ちょっと複雑なところが出てるんですね。とても前向きです。
気持ちも受け取ってる。ただその奥深いところまでっていうのが今お相手がバラバラな状況なので、心と体がだから多分それ以上深掘りしてってもあまり多分お相手自身も分かっていないところで、いろんなことを抱えてらっしゃると思うので、2人の恋愛今後どんな風に流れていくか見ていきましょう。今これはまだ2人がお付き合いしていない関係として、これをメインとして、今後の流れを見ていきます。もし今現段階で2人の気持ちが通じ合っていて、恋人として関係が成り立っている方々は、言葉を置き換えて当てはめてご覧いただければと思います。2人のこれからの恋愛の展開です。まず何枚か出していきますね。デビルのカード、そして、はい、次が、ソードの10。ソードの10は、ここもね、同じカードが出てるんですよ。はい、もう1枚が、カップのページ。はい、ペンタクルの、これは9ですね、が出てる。そして、はい。ペンタクルの7。はい。ペンタクルの3。なるほど。あと一声が欲しいです。力のカード。エンプレスのカード。バンドのエース。ラバーズ。カードが出尽くしました。はい。どんだけ出すんだって思われたかもしれませんね。お待ちください。まずこの恋愛、今ね、テーマから少し外れていくんですけど、お相手があなたの行為に気がついています。気がついていて、お相手のお気持ちもあるんですが、2人のこの恋のラブストーリーの展開を見ていくと、かなり険しかったりとか、課題があったりとか、長く時間がかかるものだったりとかっていうのは、正直あります。で、今これをはっきりとお伝えして、すごく、その言葉を聞いて苦しいなとか、時間かかるのかとか、険しいのか、どうしようかなって、がっかりされた方もいるかもしれませんが、じゃあどうすればいいのかっていうところまで見ていきましょう。まずね、一番最初に言えるのは、はっきりできることははっきりしていきましょうっていうのが、まず一番最初に踏んでいく段階として出てきています。で、一つは、お相手の体と心をまず休ませてあげるっていうのが一番あるので、それはね、過去のことは全く一切関係なくて、で、今現在進めているプロジェクト、お仕事とかっていうことかな。あと何か急いで今やっていかなきゃいけないことがそれ以外である。ただね、あまり悪いイメージはここで入ってこない。ただ仕事のためにすごく頑張ってやんなきゃいけないことがある。仕事のために出費しているとか、何か副業で副収入を得て、それで仕事に何か回していこうとか、あと時間とか自分の体調面っていうのを割いて仕事に、割合多く傾けてるのかなっていう感じがするんですね。もちろんそれをやりつつ恋愛も進めていってるんですよ。で、自分の中ではバランス取れてるっていう風に思ってるかもしれないんですけど、実際バランス取れてない可能性が高い。自分のお相手の心と体が今バランス崩れしているのかなっていうところがあるので、まず何よりもお相手のお体がまず本質第一なので、
健康第一で、まずね、休ませましょうっていうのがある。あなた自身も現状多分かなり苦しかったりとか、お相手のことを思っていてもなかなか会えなかったりとか、そういう日々を過ごしている可能性が高いんですよね。どうしてこんなに純粋に思い合ってるのにうまく進んでいかないのかっていうもどかしさとかすごく感じるんですけど、まず一番最初にあなたもそうだし、お相手まずね、休憩挟んでいただきたいなっていうっていうところがありますね。昼夜逆転している生活をされているとかっていう可能性もありますよね。何か見直しをかけるタイミングが入ってきてるのかなっていうのが出ています。そして次がカップのページがありましたよね。なかなかこう会いたい気持ちばかりが募って愛情ばかりが募っていくんだけど、もちろん何か電話か何か顔が見えないんだけど、やっていってる、つながってるもの、つながりを感じているところはあるんじゃないかなって。ただ、じゃあ実際、抱きしめ合えるんですかとか、会えるんですかとかっていうと、何かね、そこに対してなかなか思うように会えない、デートできないとか、なんでしょう、何かね、人目を阻んであったりとか、会うとしても、で会う頻度もそんなに多くない、気持ちがあるのにそんなに多くない、本当だったら電話毎日毎日してるぐらいラブラブなのに、じゃあ実際会わないってなると、かなり人目を気にして会わなきゃいけなかったりとかで、それからあとはそうですね、なかなかね、月に1回しか会えないとか、そのお相手のタイミングによってなかなか会えないってところが出てきてるんじゃないかなっていうのが、続いてありますね。お互いそう思ってるんじゃないかな。会いたいっていう気持ちばかりで、なかなかそういう環境になっていかない。で、そうやってるんですけど、盛り上がりはあるんですよね、その後。でもどうしていったらいいんだろうってすごく考えると思うんですね、お互いが。原因がどこにあるのか、お仕事かなっていう感じが一番最初に出てくるんですけど、お相手のお仕事かなっていう、そうですね、お仕事かなっていうところが出てきていて、そこですごくね、考えると思いますよ、お相手。でもそんな簡単に手放せるような職業じゃないんだよなって。だからこそ悩むっていう感じ。でもちょっとしたらふわっと消えていってなくなってしまいそうな、そんな存在にも感じられるので、お相手がね、感じられるので、とても不思議な感覚を今感じてるんですけど、結局仕事は続けていかれるんじゃないかなと。今の、仕事もしくは趣味とか今活動されてることを続けていかれるんじゃないかなというのは出ています。例えば愛のために自分の環境を変えるとか、仕事とか全てを投げ出して愛に向かってやっていきたいっていう気持ちはあるんだけど、じゃあ実際そうするのかって言ったら、やっぱりそこで踏みとどまるところがあるのかなって。全てを捨てるほどの覚悟がないとか愛情がないとかじゃなくて、現実問題、今自分が仕事で担っている責任とか、いろんな人と関わっているから、自分が抜けることでそこに大きな損失とか、そういうのが出てくるっていうのが分かっているからこそ抜けられない、仕事変えられないとか、変えたいっていう気持ちもないかもしれないしね、自分はこれで高みを目指してやっていくんだっていう強い目標があるんだと思うんですね、仕事とかに対して。それを叶えるためっていう気持ちもすごく強いので、だから恋愛この方とするとかなり会いたい時に会えなかったりとか、でもフォローはすごくしてくれるんですよ。会えないけど電話できる時に毎日しようねとか、愛情表現示してくれたりとかもしていくんですけど、待ちだったりとかっていう、そういう時間かかったりとか
そういう意味では障害に感じたりとか、お相手のお仕事とかお仕事の絡みとかに対してもってあなたが感じてしまうところとかもあるんじゃないかなって、支えていけるのかなとか、あとは自分が寂しい時にやっぱりそばにいてほしい、温めてほしいとかって思っている時にお互いの気持ちがあってもそうできないような環境とか、タイミングとかでどうしても噛み合っていかない、そこに対して寂しいってお互いがそれぞれ感じてしまわないかな、心配だな、大丈夫かなって、いつも愛情表現は電話とかではしてるんだけど、でも実際の人肌ってやっぱり大事だよねっていうところにどうしても何回も何回もループしていく感じが出てきていますね。やはり人間なので、人肌、相手のぬくもりっていうのを求めるのは当たり前のことなので、そこをねどううまくやっていくのかっていうところがあるんじゃないかなと思っていて、で今この天使さんのやつね、カードを出すまで出して全部出し切ったので、じゃあ2人の恋の展開に対してじゃあどういう対策をすればいいのかっていうのは、こちらのダークなイケメンカードから全部で出すまで出しましょうね。まずとにもかくにも、まず一番最初、めちゃくちゃお相手勢いあるんですけど、今心と体バラバラなので、まずそれを休むところがまず一番最初。スター、どうすればいいのかっていうところで今見てるので、対策ですね。対策を見ていってます。これはソードの3。ではです。このカードもね出し尽くしましょう。カップの5。そしてワードのクイーン、いいじゃないですか。そしてテンパランス、節制のカード。そしてこれはソードの6ですね。そしてムーン。一貫して同じようなこと言われてます。ハーミット。1枚残ってる。最後の1枚はペンタクルのクイーン。一言で言ってしまえば腹のくくりっていうところですかね。もうこのお相手の、そうですね、一番最初に言った何かに当てはまると思うんですけど、一つはお仕事、何かね制限のあるようなお仕事されていてなかなか会えないような関係なのか、あとはネットか何かで知り合ってまだお互いの素顔を見えていない状態なのか、あとはお相手に何かあまりまだあなたに言っていないお気持ち、本当の心の中、もしくは何か趣味思考っていうのがあるのか、そのあたりだと思うんですけど、そのことで多分ね仕事に絡んでることだと思うんですよね。まだそれが切りがかっている感じがするので、そこに対しての気持ちがあってもっていう、さっきのお話ししましたよね。その恋の流れの展開です。そこに対しての対処法としては腹をくくっていくしかないって、もうこのお相手それごと受け止めていくって、そのお相手の気持ちのことと、あとその周りのこととか全部を受け止めていく、覚悟っていう、もうあなたがもうここはねドシンと、あとお相手もそうだけど2人揃ってもう構えておくしかないと、もうそういうものなんだというふうに、もうここはもうあれですよね。もう時々思うんですよ。
周りの人たちを見ていて、ああいう風な恋愛だったらよかったのになとか、ああいう関係だったらよかったのになとか、どうしても周り幸せに暮らしている、幸せな家庭生活を築いている方々とかを見ていて、何かね、自分たちとは違う、自分たちは違う道のりを歩んでるって気持ちがあるのに、何かこう一般的って言われてるような道のりじゃないようなものを歩んでるような気がするって、そこに対して比べてしまって、何かこうがっかりしたりとか落ち込んだりとか、なんか比べてしまうところがたまに出てくるんだけど、そこを、出てくるのはもうそれはね、人間だから仕方ない。だけどそこに左右されないっていうしっかりとしたところが2人の中にできているので、だから多少揺れても、じゃあ諦めますとか、じゃあこの関係終わりねとか、そういう風にはならないので、自分たちがすごく肝が据わってるというか、ちゃんと覚悟ができてるってところがあって、試されてるってところがキーカードで出てるかなっていうのがありますね。いかようにも自分たちの形を変えていくことができる。だからそのお相手の今この海の航海しているね、海の旅に出てるんですね。これが世界一周の旅なんじゃないかと。初めは日本一周ぐらいかなと思ったんですけど、実は大きな世界一周、なんかね、ワンピース探してるようなでっかい航海に今出てるんですね。仕事も恋愛も含めてお相手の人生すごく壮絶なものなんですけど、そこにあなたも船の一員として、チームの一員として、もうあなたも一生ついていくんだっていう、この大海原に果てのない旅に一生ついていくんだっていう覚悟とかもすでにもう出来上がってるような感じがするんですね。お相手も、続けていきましょう。もう自分たちで新しく開拓していけるとか、そういう、もし今そういう覚悟とか肝が据わっていないとか、そこに対しての今不安、自信がないとかっていうところであれば、それを作っていくっていう対策していきましょうっていうのが出てきていますね。迷いがあるなら迷いを捨てろと。この大海原へ旅立つために、覚悟を決めていこうっていうところが出てきています。ただワードのクイーンが出てきてくれてるから、すごくその2人が一緒になっていくことに対してすごくね、後押ししてくれる、大きくね緩和してくれてるんですよ。このなんていうのかな、固まっている部分とか、なんかね、お堅い部分っていうのをこのカード1枚がすごく大きく和らげてくれていて、このカードが出てきてくれているから、魂と体が一つになっていく大きな手助けになってくれているっていうエネルギーが今ここですごく感じられるので、とてもね、うまくやっていけるようになっていくんじゃないかと思うんですね。でスタート、節制出てきているから、どうにもこうにもやっぱりね、波ありっていうか、波も立つしみたいな、穏やかな波もあればね、すごく荒れる時もあるってね、この人生の中に、長い人生の中に、このあなたとお相手の恋愛だけではなくて、お互いの生活を織り交ぜていくから、そこにはいろんな波乱万丈になっていくでしょうって。だからすごくほぼ穏やかに過ごしているようなそういう風にね感じている、あなたがそういう風に感じている、いいなと思っている世間一般的な方々も、実はその方々も荒波とかもたくさんあるんですよ。ただあなた方はその方々よりは少し波乱万丈な道を歩むかもしれませんねと言われてはいますけど、それに対応しうるだけの力とか愛情とかっていう信頼関係とかっていうのも確実に持っていけるでしょうって。なので恐れないで大丈夫よ。もし今ね、覚悟決められていない、迷ってるっていうのであれば、背中を押すから安心してって。迷いはどんどん消えていくでしょう。まだね、やっぱり覚悟決められないってところもあるのかもしれないけど、怖がらなくても大丈夫だよって言われてて、そしてそうですね、あれこれ考えてもしょうがないじゃんっていう風に結局なっていくんですよね。お相手がそうなのかな、あなたがそうなのかな、どっちがそうなんだろうか。
そうですね、どっちもどっちっていう感じもするから、お互いがお互いそれぞれ支え合っていく、その時その時で、時はあなたが落ち、違う時にはお相手が落ちって、どっちかが落ちたらどっちかがすくい上げるみたいな感じでバランス取っていくっていう対応がここで出てきているので、本当にね、こう長い海の旅を渡っているっていうのが一貫して出てきているので、だからその長いね旅を続けていけば、自分たちが強くなっていくための修行とか、大きな敵障害とかも出てくる時もあるでしょう。みんなでワイワイ楽しく船の上でパーティーするようなね和やかな時間もあるでしょうって、そういう人生のことを言ってるのかな、お相手が。すごくね深いことをね指してきましたね。じゃあ要するに何が言いたいのって言ったら、じゃあこのね私が、麦わらの船長になったこのワンピースを探す旅の一緒にねそこにね行ってくれるかいっていう、そこ、今そこなのかなってすごく壮大な感じになってきてるんですけどね、そこですよ、そこ。ただ私的にはこのカードがすごく今エネルギーをすごく強く放ってくれていて、このカードがあるから大丈夫って思ったので、2人の中にこれがあるから大丈夫よねって思える何かが生まれるんじゃないかなって、見つかるんじゃないかなって思うんですよね。この先2人がうまくやっていくための何かね、一つの大きな2人にとって共通的にねこう揺るがなくあるもの、明るくさせてくれる希望とか何かが出てくるんじゃないかなっていうのがあるんですよね。バランスうまく取っていけるための何か間に立ってくれるもの、人とかじゃないですよ。2人の気持ちなんだろうな、わかると思います。時期にこれが緩和してくれるおかげでうまくやっていけるんだってことに気がつくんじゃないかな。大事なものはお金じゃない、仕事じゃないで、あれでもないこれでもないって言って結局行き着く先っていうのがお互い一緒ってところ、ただね結局長い道のりになっていく、長い付き合いになっていくからいろんなことあるでしょうって、落ち込む日もあればしてやったりの日もあるし、どうよ私って日もあるし、寄り添う日もあれば日々学ぶ日々もねある。でそんな中っていうねことを言われてるので、要するに長いお付き合いしていきましょう、苦も楽も共にしていきましょうっていうことを言われてるんじゃないかなと感じましたね。すごくカードをいっぱい出したのはなぜなのかというと、お相手がすごく言いたいことがあるって一番最初にわーって言ってきたので、その整理をつけるためにも今ねカードを出していったんですが、多分このキーカードになってくるのが多分このまずね一番大事なあなたの気持ち、お相手気づいてますかっていうところ、純粋な気持ちに思って進んでいきたいって思ってること、そしてあと重要なところ、そうですね、今お相手の魂と心がまだね進んでいきたいって、大航海に出たいって言ってるけど、まず整えなきゃいけない。だから整えるサウナかな、整える、単純に言ってしまえばサウナでとか、精神統一ね、精神と時の部屋に入るのか、何か修行が出てくるのかな、お相手の中に。であなたはじゃあどうすればいいのって言ったら、そのお相手が休めるようなサポートに入ったりとか、自分自身が落ち込むときはお相手が支えてくれるし、お相手が落ち込んだらあなたが支えるしっていう、このうまいバランスっていうのはこれから取れていくから、不安に思う気持ちですら大丈夫よと、長い道のり一緒にやっていきましょうっていうことが出てきていますし、そうなんですよね、ここのあたりかなっていうのがありますね。このあたりですかね。もしまとめるならちょっと一回これわーってやりますね。いっぱいカード出てきちゃってるので、すごくねたくさん言ってきてくれてるんですけど、じゃあ結局まとめてよってなった時に、多分分かりやすく言うとするなら、
この辺りかなっていうのが出てきていて、お待ちくださいね。そう、すべてお伝えしたと思うので、そうですね、ルノルマンは残しとこうかな。この始まりすごくね、めちゃくちゃねいいんですよね。ここすごく気になるのが、仕事の契約上契約している方々がいるんじゃないかなって。そして時には厳しく時には優しくみたいに感じられる方々がいらっしゃるのと、自分たちの中ですごく緩和してくれるこのカードがある。でこのペンタクルのキングっていうのは多分お仕事に関係することなんですけど、すごく厳しく感じるようなことかもしれないんですよね、2人にとっては。それは人物じゃなくて契約とか縛りっていう可能性もすごく高いです。そういうカードがすごく出てきていたから。で仕事に関することだと思います。収入と仕事ね、だと思います。もちろん人物っていう可能性もあります。契約者、契約主とかねっていう雇用主、雇い主って可能性もあるけど、ここにすごくね、このワンドのクイーンがすごく今ねエネルギー的にね助けてくれてるので、すごくそれがねありがたい。で恋愛のこの大航海でしょ、多分すぐに早急にここ魂と体の統合をしていくのが必要かなっていうのが出てきています。過去はでもねあまりねお相手辛い思いしてなくて、逆にこう泳いでってるので、やっぱりこう泳ぐとか海っていうのはねこの他のカードにも結構出てきていたので、ここは結構ねあるかなと思いますね。すごくねたくさん教えてくれたんですけど、そうですね、この辺りかな。そうですね、これもね海に出てるんですけど、ただそれよりだったらこちらの、イケメンカードからはこれ結構いいかな。この辺りだと思うんですよね。でこうやって代表して出していくと結構柔らかい感じとなんか堅物的な感じと出てきてるし、これもなんかこう堅物的な感じとちょっとこうねこう小悪魔ちゃん的な魅力的な感じとっていう、どっちもっていう感じがあるんですよね。だから雲楽もっていうところがある。結局2人の関係どうなっていくのって、雲楽も共にしていく。よく見たらこれカップ、どっちもカップなんですね。あんまり意識しないで今一番エネルギーな感じるやつ出したんですけど、なるほどね。諦めたりとかくじけそうになる時も諦めずにって2人の気持ち確認し合いながらっていうところがあるんじゃないかと思います。具体的にあなたはどういう行動をとっていったらいいのか、まずルノルマンで一つアドバイスカードをもらっていくことと、もうでも道は見えてると思うんですよね。さっき全てお伝えした通りだと思うんです。はい、1枚出していく。はい、棺のカードが出てきている。そしてではルノルマンは1枚と決めていたのでオラクルから1枚もらっていく。棺のカードが出てきている。起き上がってきてますね。雷かな水面かな。この棺の後ろの背景は一瞬水面のように見えたんですが、めっちゃイケメンですね。この棺のイケメンは諦めそうになっていたんでしょうか。あなたが這い上がってきてっていうようなイメージが入ってくることと、22番が入ってきてるので、この22っていうのがすごく素晴らしい数字、エンジェルナンバーなので、これは思いやりとか、あと自分とあとお相手への優しいケアっていうのが入ってきています。あなたの気持ち、心に今手を当てて深呼吸をしてみましょう。
そして感謝の気持ちを深く深く吸い込んでみてください。はい、このようにイメージして深呼吸すると、今どんな感じがしますか？この今あなたの感じた気持ち、これを今持ち続けてください。思いやりとは優しく繊細な感情です。周りの苦しみを目にしたときにあなたが感じる慈愛の感情のことがこの思いやりというふうに言われています。苦しみを減らせるようにあなたの人生のすべてに対して思いやりを持ってみてください。そうすることであなたの世界が変化していきます。お相手だけではなくてあなた自身にも思いやることっていうのを考えてみてください。完璧主義、自分はこうでなければいけない、自分たちはこうあるべきだ、周りはこうだからというふうに考えていくのを手放していきましょう。こんな自分でもいいんだ、自信がなくたっていいんだ、諦めそうになったって這い上がっていけばいいんだ、一度折れかかっていたって折れないで、折れかかっていても治っていくんだ、立ち上がっていくんだ、強くなっていくんだというふうに感じてみてください。お相手と2人で手を取り合いながら、牙をつなぎ合いながら色をつけていく、このような世界も出てきています。そしてこのお選びいただいたカードは、これはね、私よくこのオラクルカードでよく引く1枚なんですが、これはね、そうですね、シンボに先入観を捨てるってことも入ってるので、だからここはねこうじゃなきゃいけないとか、そういうようなこともね手放していくってことももちろん共通して言えますし、あなたが行動に移したことは必ず結果が伴ってきます。そして一つ一つの音っていうのは大切なものではありますが、このたくさんあるものが一つになって重なって、そこから生み出されていくもの、この一体感をあなたが今味わう時です。調和ですね。たくさんのものっていうふうに表現したのは、そのお相手とあなただけではない何かの存在があるからです。でこれらとうまく共存して共有していくこと、共鳴していくこと、調和していくことで、そこで新しく感じるもの、生み出されていくものが出てくるでしょうというのが言われていますね。やはりここは2人の気持ちだけでは全てがね完成していかないよっていう感じが出てきていますね。この2人の恋愛物語には必ず何かお仕事か何かこう出てくるんですよね。関わってくるものが深く深く出てくるんですね。そこをうまく調和していくための、今あなたね、転んでも起き上がる、七転び八起き、そして調和、あとは22番っていうとても縁起のいいナンバーでもあるので、22っていうのをナンバーとして捉えておいてください。はい。22っていう数字を見たとき、これが自分の中のタイミングっていう風に思っていただいてもいいですし、何かいいことあるかもっていう風に軽くね考えていただくだけでもいいと思います。で、お相手と2人でいること、2っていうのが入っているので、2人でいるためにはどうしていったらいいんだろうっていう風に、あなたが解決策が見つかりやすくなっていくタイミングでもあると思うんですね。いろんなことを受け止めていきやすくなっていくと思いますので、ぜひこの中から心に残るカード、メッセージなどありましたらお受け取りください。私の中では多分この辺りかなっていうのがとてもね感じられるんですよね。この辺りかなっていうのがねありますね。そうですね。何かあればお受け取りいただけたらなと思います。はい。長く深掘りしてもうたくさんねカードを出しまくっていきましたが、3番の方のリーディングは以上となります。はい。最後までお付き合いいただきありがとうございました。長くなってしまいましたが、はい。何かあなた様のお役に立てたらなと思います。これからもリーディング動画を投稿していきますので、コメントや高評価、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。またいつも応援してくださる方々本当にありがとうございます。励みになっています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。